皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2022年1月29日の生放送を行っていきますので、今日もよろしくお願いします。さて皆さん、喉の調子は基本的にはいいんですけれども、声の質という意味では、ちょっと変わった状態になってますね。なんか変声期にかけたような、なんか微妙な声になんか落ち着いちゃってるっていう、変な感じにはなっております。喉に直接関わるような、薬をしてるせいなのかな。これがどういう風に治っていくのかちょっとわからないんですけれども、銀翼さんが今、ちょっとしわがれた感じですねっていうことを書かれてますけど、私もそういう風に思っていて、なんかすっきり声が出ないんですよね。なんか一枚、なんかフィルターを通したような声が喉から出てくるんで、自分自身でもなんかものすごい違和感があるっていう感じなんですけれども、ただ咳のする回数としてはものすごく減っていて、以前だったらちょっとした何か喋ろうと思うぐらいの軽い刺激だけでムズムズっときて、そのムズムズが全然抑えられなくて、その後咳込んで、なんか筋肉痛になるわぐらいな感じにちょっとお腹が痛くなるとかね。そんな感じにはなってるんですけど、今ではそういったものすごい咳込む回数っていうのはなくなってきてるんで、症状としては落ち着いてきているのかなという感じですね。この後吸引のステロイド剤3ヶ月やっていきましょうねっていう、そういった治療中っていうこともあるので、それが終わった後、声が戻るのかなっていうのはちょっと不安ですね。このあたりはちょっと様子を見ていかないといけないので、どっちみちこの咳喘息っていうのが悪化すると、本当に喘息っていうものになってしまったら、一生付き合っていかないといけない病気ですよってよく言われる話なので、そこまで悪化しないでくれたらなという、そんな思いですね。としくんさん、すでに布団の中なので寝落ちするかもということですけど、大丈夫ですよ。寝落ちしてもいいんです。私の声を聞いてなんか眠くなるようだったら、多分それは危険じゃないよというそういう感じですよね。警戒しないで済む声って思ってもらえれば。何しろ嫌いな人の声を聞いてなんかぐっすり眠れるってことはまずないので、話をしていて、その後だんだん眠くなってくる、すやすやすやっていうんだったら、ぐっすり眠れるんだったら全然 OK じゃないかなと思いますね。YouTube だとそういった意味では、眠りを誘うようなチャンネルっていうか、そういう動画を上げてる人っていうのも結構いるので、一つのジャンルとしてそういうのがあるんじゃないかなと思いますね。ちゃちゃまるさん。確かに上川さんの声は安心できます。ありがとうございます。私は動画の中で基本的になんか怒って何かを怒鳴り散らすとか言ったこともないですから、そういった意味では、落ち着いて私が話をしているっていうのが普通だと思ってください。で、私自身もその怒りの感情は起こることはあるんですけれども、
何かものすごいひどい、いわゆる惨劇と呼ばれるようなニュースであるとか、ものすごく不合理であったり、不条理であったり、そういったニュースを見ると、なんてひどいんだっていうことを思って、私も怒りの感情を持つんですけど、じゃあ、その時に怒りに任せて怒鳴り散らせば、それで何か問題が解決するかっていうと、そういうわけじゃないので、結局その後、冷静に考えて、じゃあこれどういうふうにしたら、再発防止であるとか、被害を低減させることができるとか、そういったことをちょっと考えたりしますよね。このあたりは、どういう考え方をするかっていう、順序の話なので、人によっては、いやいや、そんなのは、なんか偉い人や、専門家に任せて、俺はもう怒りたいんだから怒って当然だっていう、そういった考え方をする人もいますよね。その怒りっていうのが、基本的には大きなものに向かっている時っていうのは別に問題ないんですけど、それが友達であったり知り合いであったり、もしくはインターネット上の誰かっていう個人に向かった時がちょっと怖いんですよね。そういうのを思うので、なんかものすごく怒ってますよっていうので、罵詈雑言を吐いてる人を見ると、この怒りが自分に向いたら怖いなっていうふうにちょっと思ったりするんで、あんまり安心できなくなっちゃうんですよね。その人に対する思いっていうのが。そんなこともありつつ、私自身はそんな感じで、よいしょ。ひどいニュースでも落ち着いて皆さんに、これからもお伝えしていければなと思いますね。佐藤ひろみさん、議員にアンガーマネジメントは必須。パフォーマンスは除く。そうですね。アンガーマネジメント。怒りの感情をどのように制御するかっていうのは非常に大事ですよね。よく言われるのが、ものすごくイライラっときた時にも、秒数を何秒でもいいから数えましょうっていうのがありますよね。もう頭の中が怒りっていう感じで 100% になった状態でも、人間っていうのは別のことを考えるだけで、少しその怒りが沈静化するっていうのがあるので、秒数を数えるっていう別のことを考えるだけでも、ある程度その怒りを抑制することができると言われています。もちろんそれで全然収まるわけではないんですけれども、その後ですよね。少し落ち着く時間を自分で作った上で、この怒りをどうやって別のことに転換しようかなっていう、そこを十分考えることができる。その理由の時間があるのが大事だっていう話ですよね。国会ではそういった意味ではアンガーマネジメント全然できてないんじゃないっていうか、むしろ怒りの感情に任せて何かひどい言葉を吐くことが私は仕事してるんだよみたいな、そういう勘違いをしている方がおられるので、そこは本当に、見ている方も伝える方も、いやそれ怒りに任せて何か言えばいいってもんじゃないよっていうのは、毎度言わないといけない話だと思いますね。何か問題があるよ、批判するよっていうのは問題はそこにはないんですよ。確かにその問題には批判があって、じゃあどうやって解決しようかっていう、そういう経過があるので、ただ怒りに任せて何か批判するだけじゃなくて、そこで、じゃあこの問題に対してひどいんだからこうした方がいいっていう、そういう改善ですよね。そういったところに、考えを及ばすのがやっぱり国会議員として必要なんじゃないかなと思いますね。というのも、ただ怒るだけだったら、別に街頭インタビューでいいんじゃないとか私は思うんですよ。国会議員がこんなひどいことをやりましたってなった時に、国会議員がそれに対して、わーっととにかく批判だけで済ませるんだったら、それだったら街角の街行く人にこんなニュースがあって、国会議員この人こんなことをやってるんですよ。ほんとひどいですよねっていう、そのインタビューを引き出すだけでも、別にそれだけでも国民の声的には、なるほど、そういう気持ち持ってる人いっぱいいるよねって思えるんですよね。別に国会議員が率先してその怒りの感情をぶつけるっていう、そんなことを仕事だと思ってほしくないっていうところですね。このあたりは人によって違うんでしょうけど、やっぱり私は怒りの感情 100% の人を見ると、どうしても評価はできないんですよね。幸子塩田さん、菅直人の飯様、音喜多さんは、冷静に言ってますね。そうですね。ヒトラーになぞらえて、菅直人さんが、
いわゆる日本維新の会と橋本さんをもう一緒くたにまとめて批判して、で、それに対する、いわゆる応酬として、日本維新の会から、そんな言い方で、まあ、例え話としてヒトラーを持ってくるのは、こんなのやるなっていうことで、まあ、ものすごい反発してるんですけれども、その反発の仕方にもやっぱり、どういう対応をするかっていうところですよね。まあ、ただ単純に怒りまくって回すだけじゃ、やっぱりそこには、いや、まあ、怒る気持ちはわかるんだけれども、そこは一旦、冷静に少しなって、どういう応酬、批判の返しをするかっていうやり方もちょっと考えてほしいところですよね。だから冷静に問題点を挙げて、こんな問題に対してなんで、対応しないんだっていう、本当にまあ理路整然と言った方が、私は基本的にはいいと思いますけどね。まあ、全く関係なく周りの見ている人たちにしてみれたら、そうやって怒りの感情がボン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 ぶつかり合う姿っていうのは、まあ見ている方としてはなんか面白そうみたいな感じで盛り上がってしまうんですけれども、ちょっとね、国会議員でそれやらなくてもいいじゃないっていう、もうそういうのはどっちかっていうと、ワイドショーの下世話な話としてなんか取り上げるような、まあそんな話題で終わってほしいなと。もう国会議員同士でそんなことやらんでいいじゃんっていうとこですよね。まあ、この話題はちょっと取り上げる予定としては今のところはないかなとは思うんですけれども、今日のコミュニティの書き込みの中でも、確かこの立憲民主党の菅直人さんの発言についての書き込みは、誰かしてたかなちょっと待ってね。この件について書いている方はおられないですね。まあ、特にコミュニティに書いてなかったからといって別に取り上げない、取り上げるとか、まあそういう判定基準は、まあないんですけれども、ただこの一件っていうのは今の立憲民主党の新しい執行部に変わりましたよ。じゃあ以前と変わったのかなっていうのを判定するときのいい材料になったんじゃないかなと思いますね。特に菅直人さんっていうのは別に今党首でも何でもないし、まあ元まあ総理大臣っていう、まあそういう肩書きがあって、この立憲民主党のいわゆる、まあ最高顧問っていう、まあこの最高顧問っていうのがどのくらいの立ち位置なのかちょっとわかんないんですけど、少なくとも何にもやってない人じゃなくて、以前総理大臣やって、しかも最高顧問っていう肩書きを持っている人の発言としては、基本的にはそれ国会議員としてどういう感情でそういう言葉使ってるのっていう、そこの点について批判されるのは仕方ないことだと思いますね。まあ特に、まあヒトラーの言葉を、言葉っていうかヒトラーを言葉を使ってくるのは本当に注意深くやらないといけなくって、例えばゲッペルスのようなまあ宣伝担当大臣のその手法っていうのが当時においては非常に国民を扇動するのに、まあ強烈に効果を発揮したっていうような話を持ってくる。で、それをもってして何を成し遂げようとしたかっていうその部分について、まあ問題があったよっていう話は絶対しなくちゃいけないので、そういった部分だけを取り上げて全体の話をしようとすると、ヒトラーっていうのは結局難しい相手なんですよね。まあそういった意味では現代の政治の中であの人はヒトラーのようにとかあの党はヒトラーのようなことを思い出させるよといったような表現っていうのは、まあものすごいあちこち話が散らばってしまうんで、ものすごく不適切な例えだというのは間違いないと思いますね。雨の中のクマさん。ヒトラーには例えてもスターリンには例えないのがミソ。まあ、スターリン級っていうのは、まあ、まさに人類史に残る、まあ、ものすごい、まあ、独裁者、被害をもたらしたっていう意味ではですよね。ケンジ3度3103。上川さん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。っていうことですけど、あれ、なんかこの話の文脈でなんか私、ありがとうって言われることはあったかなって思うんですけど、まあ、ありがとうございます。そうですね。今回の立憲っていうのは結局のところ、立憲民主党のその現在の執行部としては、菅直人さんの
このヒトラーを使って他の党を批判したことっていうのは悪かったですよっていう話からやっぱりスタートするべきだと思うんですよ。で、そうせずに結局のところ一議員の発言に過ぎないんだから党としては特に対応はいたしませんよっていうのは、これは大きな間違いだったと思いますね。結局党として言ってないんだったら何でも言っていいのかみたいな話に拡大解釈されちゃうじゃないですか、そういうことって。まあそれだったら何のための党なんだっていう話になるので、ここはちゃんとここの最高顧問であろうとも、うちの党の最高顧問がこんなことを言ってしまって申し訳ありませんでしたっていうところから話をスタートすれば、私はまだ良かったなと思いますね。でもそれが言えないっていうことは結局のところ今の党代表が全く何の実験もないんだな、何もやる気ねえんだな、もうこの以前からの立憲民主党を何か変えようとしてるのかなって言ったら何も変えてないんだなっていう、まあそういった意味ではまあ自爆的なそういった行動だったんじゃないかなと思いますね。まあこんなことをやってるから立憲民主党に対する評価っていうのはまあ下がる一方で、まあ特にマイナス圏に入っているものをそのマイナスをさらに増やしていくような、まあそんな政治的な動きだったんじゃないかなと思いますね。パヨコや謝ったら死んじゃうのかね。まあ本当にね、なんでこれ素直に謝罪できないんだろうなって思いますけどね。まあしかも最高顧問とは言っても別にそんなこの人にものすごいこの政党内で力があるなんていう話も聞かないですからね。いつも選挙の時になったら落ちるか落ちないかみたいな感じで、いつもまあ選挙区が注目されるような人ですからね。で、駅前とかで演説をする時の写真なんかが、まあツイッターで上がる時は大抵誰も演説を聞いてないとかね。まあそんなわびしい姿を、まあ、ちょくちょく見るような人に対して、なんでこんな問題発言について注意できないかなっていう。まあそこにどうしても戻っちゃいますよね。うん。よいしょ。じっとな。はい。というわけで、まあ、チャットの方で書き込みされたものも、まあ、随時取り上げつつ、生放送は展開していきますので、まあ、気軽に、まあ、ちょうど話の切れ目ぐらいだなっていうところに、なんか、なんか質問的なものを、まあ、うまくコメントしてくれたら私の目に留まるかもしれません。さて、それでは、まあ、生放送の主体としては、皆さんからの書き込みをもとにある程度進行してまいります。今回は、このコミュニティのちょっと、画像でいつもだったらドカーンと募集受け付けてますみたいなのを載せてるんですけど、まあその画像をちょっと載せ忘れた関係で、まあちっこりと、この放送枠のサムネイルだけが映ってるっていう状態になっております。はい。というわけで、この評価順と新しい順、この2つを使い分けながら、これから進めていこうと思います。よいしょ。まずは兵庫かこさんの書き込み、こちら評価順で1番なので、こちらから話を進めていきましょう。動画で水道事業について挙げられていましたが、水道事業民営化の話の時、コンセッション方式が決まり、設備メンテナンスは自治体がして、利益だけが民間が得ると決まったと聞きましたが、このことについて詳しく知りたいですということです。おもちパンダさんと、サインさん書き込みされてますね。コメント。まあ、このように、コミュニティの方の書き込みに対しても皆さんからの、まあ、随時、なんていうかな、私のファン同士の間で会話してくれるのは全然問題ありませんので。おもちパンダさんからは、水道事業民営化は少し怖いですね。どういった民間企業なのかを調べる能力は地方自治体にはありませんから。東北大震災で怪しい NPO 法人騙された経緯もありますから、嫌な予感しかありませんね。で、まあこれに対して、まあ本当に嫌な予感しかしないっていう、まあ会話がされております。で、今回の件で言うと、いわゆる、韓国系の企業と中国系の企業は入っていません。この点について、まあ多分、言われる方というか、まあ動画へのコメントもあったんですけども、
水道事業の民営化するのか、もうこれで中国企業がガンガン買ってくるぞって書き込みされている方いたんですけれども、この事業、水道事業に関しては、中国の企業っていうのは基本的には出る幕は全くありません。というのも、中国においても水道事業っていうのをなんか民営化しようとかそういった話はちょっと聞いたことないので、こういった運営事業に関して中国メーカーが出てきてうちがやるぜみたいな話には、基本的にはならないんじゃないかなと思いますね。で、動画の中でも触れましたけれども、基本的にこの水道事業の民営化ってなると、フランスの会社がトップ企業なので、この会社がどれだけ日本に入ってくるかっていうところが注意点ですね。で、この世界の水道事業民営化のこの一番になっているこのフランス企業っていうのは、最近だと同業他社の買収も仕掛けていたりするので、おそらくこの世界トップシェアは、当面揺るがないんじゃないかなって言われるようなほどの、巨大な企業になりつつあります。この後はアメリカなんかでもおそらくは民営化事業にどんどんこういった会社が入ってくるだろうと思うと、この分野における残念ながら日本企業の発展というのは難しいのかなとは思っちゃいますね。なので私自身は動画の中で言いましたけれども、まずはこういった民間企業にそもそも任せる前の話として、もっともっと効率化しようっていうところに、政治が取り組んでほしいなと思ってますね。市区町村レベルでもう水道事業をやるんじゃなくって、東北のそういった水道局全部まとめたような巨大な、公営企業を作ってそこにお任せするとかね、いう話をちょっとしましたけれども、そういったことをした方が絶対いいのになと、私なんかは思ったりします。で、こういった民営化するんだったらっていう話で言うと、様々な規制をかける必要があると。今回紹介した例だと、宮城県の場合だと 51% がフランス企業が結局取ってしまったっていうこともあるので、私はそこがすごく心配で、過半数を日本側の企業が持っていれば、結局フランス側の言い分が最後に通るんじゃなくて、最終的に議決権が多い方が通るので、そういったところ大事なんですよね。だから外資規制ですよね。これは放送法なんかだと、日本のテレビ局に対しては外国企業が何%以上、持ち分持っちゃいけませんよっていう話があるじゃないですか。それと同じように民間企業が水道事業をやるんだったら、海外企業の出資比率を、必ず日本企業に下回るようにしなさいっていうのを作ったりする必要があると思いますね。だから今回の件っていうのはそういった意味でいろいろあれやらないといけないよね、これ足りないよねっていうのをどんどんと残念ながらそういう問題点がいっぱい現れる話になるんじゃないかなと私は思ってます。そういった意味ではこの値上がりする傾向が続くから民営化しないとなって思うのはいいんだけど、その前にいろいろ備えしないとダメでしょうっていうところはどうしてもツッコミを入れざるを得ない話でございます。それで、ちょっと兵庫さんの話ちょっと外れましたけれども、この水道事業のその権利としては自治体が今後も持ちますよ。だけどその運営権については民間企業っていう話なので、どうしてもこの利益の部分だけが運営側に入るっていう形になります。というのも設備メンテナンスで別にお金を収入が得ることはできないので、運営の方なんですよね、結局。水道、つまりみんなに水を使ってもらって、その対価として売り上げが入ってくるっていう、この部分が、民間側になったの。で、なんでそういうふうにしたかっていうと、結局のところ民間企業っていうのは利益がまず第一にあるので、設備投資を怠れば基本的にはものすごく利益が入ってくるんですよ。例えば今回の件で言うと20年間の契約期間ですけれども、もしも利益を上げようと思ったら15年か16年ぐらい契約期間が済んだあたりで、残りの4年は設備投資をやらないで、契約切れを迎えれば、その最終年とかその 2,3 年分の設備更新費をがっつり利益として懐に入れることができるわけじゃないですか。極端な話ですけれども、そんなことが起こらないようにしようと思ったら、結局のところある程度行政が噛んで
いや、これは更新していくんですよっていうところをしっかりと持っておく必要があると。で、こうやってやっておけば、まあ、検査はある程度県が関わって水質を消して、まあ、飲み水の水質悪化しないようにっていうのを監視する。プラス設備投資についても行政が関わることによって、まあ、利益優先で設備投資しないっていうのを、防止するというところですね。あとはこれがですね、狙った通りうまくいくかどうかが、まあ宮城県のその本気具合をちょっと見ないといけないところですよね。まあちなみになんですけれども、動画の中でも言いましたけれども、基本的に公営でやってきたから値上がりしなかったっていうよりは、どっちかというと値上がりなるべくしないようにしてきたけど、これからは民営だろうと公営だろうとどっちにしても結局のところ値上がりせざるを得ないよ。なぜならば収入が減ってくるからっていうこの構図自体はまあ残念ながら変わらないので、まあおそらく値上がりすることそれ自体はちょっと無理なんじゃないかなと思いますね。うん。うん。としくんさん。蛇口をひねるとエビアンが出てくる。実はっていう話をすると、日本ではどうしてもミネラルウォーターの方が美味しいでしょっていう、ちょっと幻想っていうと言い過ぎなんですけれども、基本的には水道水の品質と、いわゆるミネラルウォーターと呼ばれるものの品質を比べた場合においては、基本的には水道水の方が、まあ、安全性という意味では基本的には上なんですよね。だから、まあ、ヨーロッパの水っていうのは硬水と呼ばれるようなもので、いわゆる日本の水、軟水と比べるとちょっと違うものなので、そちらの方になんか、いいものだ、みたいな、ちょっと、なんていうか、風潮みたいなのが、PR されて、それがちょっと浸透してしまったんですけれども、実際には日本人のとっての良い水っていうのは、日本の水である軟水の方が基本的には、体質的に合っているので、ちょっとそこを間違えない方がいいかなと思いますね。で、自分の町の水はいやいやそんなこと言われてもまずいんだよってなったら、それはどっちかっていうと水道管が古くなって赤サビが出てるとか、それがですね、自治体の持ってる水道管じゃなくて実は家が古くて家の中の配管が錆びてるとかね、そういうパターンもあるので、何かおかしいなと思ったら、マンションで住んでる人であれば、水を溜めるタンクが上の方にあると思うんで、そこちゃんと掃除してるかなとか、ちょっとそういうところを気にかけた方がいいかもしれないですね。しげさん、水道水には塩素が入ってるよっていうことですけど、まあ塩素についてはしばらく置いてから飲むっていうパターンが、まあそれで十分ですね。日本の場合だと基本的には軟水の方が多くて、硬水の方は少ないと思いますね。で、海外から輸入してくるお水については逆で硬水の方が多いパターンですよね。で、この水の話っていうのは基本的には、その土地に、ですね、基本的にはずっと同じ水質だと思うので、その水質っていうのが結局その国の、その人に合うっていう考え方をした方がいいですね。遠い水よりも近くの水、まあ特に飲み慣れた水っていうのが結局体に馴染むっていう話で、いわゆる硬質と軟質と、硬質と軟水だと、どっちの方がいいか論争っていうよりは、どっちの方が体に合うか論争の方が、まあちょっと重要というところですね。まあ健康問題としては。ポチッとな。まあといったわけなので、いわゆる県の方がある程度こういった設備メンテナンスについて監視をするっていうのはどちらかというと安全性とそして設備の継続性っていうのを担保するためには行政側の方が見ることが大事ですよと。で、この部分についても民間企業に全部投げてしまうと、私が最初に言ったように設備投資を怠ることによってその
事業からのお金っていうのを利益最大化してしまうっていう問題が発生しやすくなるというところですよね。ルニハニさん、九州人だからか関東の水は飲みづらかったですっていうことですけど。まあそれはやっぱりこれまで飲んできた水っていうのが基本的にこれが普通と思ってるものが普通じゃない水になってしまうので、やはりそこはどうしてもなんとなく合わないなっていうのが出てくると思いますね。というわけで、ひょうこかこさんありがとうございました。まあ、この後水道事業の民営化っていうのは、まあ、日本全国いろんなところで問題として出てくると思います。まあ、特にですね、お金のない行政が真っ先に、飛びつくだろうなというふうに思っていて、まあ、そういった意味では、お金のない県、お金のない市っていうところで一番悪い条件で契約しちゃうんじゃないかなと。逆に言えばお金のある行政だと、ある程度水道事業がマイナスになっていたとしても、市であったり県からある程度の、税金補填っていうので乗り切ることができるので、そんなに日本全国 100% 全部が民営化に走り出すっていうわけじゃないと思いますね。特に水源として水が豊富な場所だと、どっちかっていうと、その設備投資費用として、そんなに大変じゃないわけですし、また水がそもそもきれいなところだと浄水のための費用とかも安くて済みますからね。だから水があんまりなくって、しかも水がちょっと汚いぞみたいなところは、やっぱりものすごく浄化ための費用がかかって、しかもそこが過疎化が進んで、ガンガン、水を使ってくれる人が少なくなってくると、さあ大変っていうところですよね。テイジンさん、スーパーチャットありがとうございます。微妙ながら、応援してます。頑張ってください。ありがとうございます。いや、この微妙じゃないでしょうっていうもう、いや、ちょっと超ド級の応援でちょっとびっくりしちゃいましたけれども、大変歓迎しております。ジンジンさん、ヨーロッパで水道事業民営化失敗して、仕組み、直している事例があるので、よほどバカな自治体じゃないとやらないのかなということなんですけれども、一応動画の最後の方でも言いましたけれども、失敗した例は確かにあるんだけれども、それでも民営化が進んでいるよっていうのが、ヨーロッパの事例なので、で、失敗したらそれを結局修正して、さあ次のっていう考え方ですよね。ただし、イギリス 100% 水道事業民営化っていうのもちょっと載せたんですけれども、あれはですね、国民の満足度としては低いと。だんだん、水道料金も上がってくるし、で、漏水事故とかも起こってるし、なんだったら断水も起こることあるし、なんだいこれっていう話にはなってるんですけど、それでも政府側の方としては、いや、これもううちらの事業としてやる気ねえよっていうところなんですよね。どこまでも抱えられるかどうかっていうのは結局のところ、その政府自体の考え方にもよるっていうところですよね。それに、日本でもそうなんですけど、飲み水についてはもう水道から取らねえよっていう人たちも、結構いるので、結局そこにおんぶに抱っこしてる部分あるんですよね。ポチッとな。さて、それでは次行きましょうかね。最近気にかかったことで生放送のサムネの書き込み日付が翌日の日付になっているときあるんですが、どこの時間帯でしょうかっていうことなんですけども、ちょっとこれ、どういう意味なんだろうかなとちょっと思ったんですけれども、サムネイルの書き込み日付が翌日になっているパターンっていうのは単純に私がサムネイルを作っているときに、その日付を書き込んでるっていうパターンですね。例えば土曜日、今、生放送を行っていますけれど、私がサムネイル作るのは翌日の日曜日なので、その日曜日の時に日付つけてサムネイル作ってあげちゃうっていうパターンですね。なのでそこは特に厳密に見なくても、これ昨日の話だよねって、そこは分かってもらえるかなと思います。それでは次行きましょう。雨の中の熊さん、やっぱりネットフリックスのドラマ版、新聞記者におけるごたごた、東京新聞の某女性記者に説明責任ブーメランが返ってきて現在逃亡中の話題について上川さんの考
考察をお聞きしたいですということですね。こちらですね、ネットフリックスのドラマで新聞記者っていうものがあります。米倉涼子さんが、出演しているということもあって、時々取り上げられることがあるんです。で、私もネットフリックスで基本的にはいろんなドラマ見てるんで、この新聞記者も見ようかな、見まいかなとは一瞬思ったんですが、一瞬後にはなんか興味がなくして、というか、最初のちょっと見ただけで、なんかつまらん話だなっていう特に引きがないっていうのはね、ダメだなと。結局映画版のこの話っていうのが元々あって、それがドラマ化されましたよっていう話なので、基本的な構造としては、この新聞記者はなんか政府がものすごい悪の帝国みたいな感じで、なんか挑みますよみたいな話してて、なんかそういう話じゃないような気がするんだけどな、みたいな感じで、とにかくドラマとして違和感しかないので、なんか興味が湧かないんですよね。で、その後のブーメランみたいな話っていうのは結局のところ、この、事件のあった、当事者の、亡くなられた方がおられるんですね。その亡くなられた方に取材対象として、取材して、資料を、ちょっとお借りしますよ、みたいなところで借りてるんだけど、借りパクしたんじゃないかっていう話なんかもあったりして、あなた結局新聞記者としてちゃんとした取材できてるのっていうところで、ブーメランがブサーって刺さってるっていう、そんな事件なんかも、事件ではないんですけど、一応借りましたよ、いつか返しますよ、みたいなところなんで、返す意思さえ示したら、こういうのはなかなかが、窃盗とかになるわけではないので、なんですけれども、少なくともあなた新聞記者として本当に清廉潔白なの？違うでしょ？あなたおかしいでしょ？っていう、そんな話はちょっと出ております。そもそも私はこの東京新聞っていうものに対してはものすごく、なんていうかな、会社のスタンスとして政権批判して、なんかそれでビジネス化しようとしてるのかなっていうふうにしか見えないので、少なくとも、いわゆる中立公平な報道はしてないなという評価はしてます。特に官房長官の記者会見というか、記者との質疑応答みたいな場面になると、ものすごくなんか喧嘩腰のというか、失礼なというか、なんとか建設的な話し合いができないタイプの人なんじゃないかなっていう印象があって、私こういう人ちょっと苦手なんですよね。なんか押し付けがましくこうでしょ、ああでしょ、こうでしょみたいな感じで喧嘩腰に来られると、これ議論が成り立たないんじゃないかなって思うので、で、記者の方としても、質問するんだったら質問するで、ちゃんと質問すればいいのに、新聞社とかその記者本人のなんか政治的な意見をぶつけといて、なんで答えないんですかみたいな、それなんだろうな、それ記者のやることなのっていう、そういったことをちょっとね、以前から思ってるので、もうちょっと記者会見の場で聞くこととしては、やっぱりこういった問題があるから政府としてはどんな見解ですかっていうのを聞き出した上でそれを記事にするっていう、ちゃんと目的を持って仕事をしてほしいんですよね。それなのに、官房長官、これの件について何々私はこう思うんですけどどうなってるんですかみたいな形で言うと、それ一体何のために質問をしているんだっていう。それあなたの意見ですよねって、なんかひろゆきさんじゃないですけど言いたくなるような、なんか仕事している感がちょっとね、あんまないんですよね。もうちょっと記者として仕事してほしいなと。なんか仕事してる感を出されても、やっぱり、あんまり評価できないですよね。で、この話をすると、その人だけじゃなかったりするんですよね。なんか記者会見のそういった場において、なんか同じような感じで、とにかく自分の意見だけガンガンぶつけといて、で、答えないんですかみたいな形で、なんか怒鳴るように声かけて、答えなかったら逃げやがってねみたいな、そんな記事書いて、なんだこのゴシップ誌みたいな感じのパターンありますからね。ただ、普通のというか、記者として仕事をしてるっていう、なんていうか標準的な人にしてみたら、なんかちょっと場違いな人だなと思ってるはずなんですけれどね。なかなかそういった他の会社の人に対してそういう意見できる場ではないんだろうとは思うんですけど、ああいうのはやっぱり自浄作用が働いてほしいなとは思いますね。
ポチッと。早川さん、ジャーナリストのテクニックとして相手を怒らせるというのがある。まあ確かにそれはありますよね。相手の感情を引き出すことによって、これまで出てこなかったような言葉を引き出すっていうパターンは確かにあるので、ただそれを官房長官相手にやられてもなっていうところですよね。なんか不正疑惑がかけられている国会議員に対して、なんかもうとにかく、そのことについては、答弁を差し控えてさせていただきますみたいな、ものすごいもう意固地になって何も答えないぞみたいになってる人に対してだったら、なんかそういう感情を湧き立たせるような言葉をかけて引き出してやろうみたいな、そういった攻防はあってもいいと思うんですけど、なんかそういったところでもない感じなんですよね。だからどっちかっていうと野党議員もそうなんですけれども、一部の新聞記者の中にはそうやって何か失言を引き出させようかなみたいな感じで、いわゆる引っ掛けようとしてるんじゃないのって思えるような、まあそういったやりとりっていうのもあるんですよね。なんかそういうのはなんか意地悪だなっていうという表現変ですけれども、なんかちょっと違うんじゃない、ここの場でやる話とかいうね、ちょっと思っちゃうんですよね。トモさん、不動産業で稼いで怪文書を全国に配達するというのが新聞社の仕事。まあ、この前半部分不動産業で稼いでるっていうのは本当にそうで、新聞業界っていうのは今何で稼いでるかっていうと、昔々新聞社に対して優先的に土地を安く買わせてあげますよみたいなのがあった時に、まあ非常にいい土地をいろんな会社が買って、それらに対して不動産の賃貸収入っていうのを得る。そういった形で、まあ特に朝日新聞なんかも有名だし、テレビ局の中においても、売り上げがどんどん下がっているんだけど、不動産業界のその仕事に対しては、あそこに建ってるビルは何々の持ってるものだから、もう安泰だね、なんていう話があったりするんですよね。だから朝日新聞のこの話にすると、もうとにかく新聞の購読数はもう右肩下がりでだだ滑りなんですよ。もう新聞だけやってれば確実にこれ倒産するなっていう勢いなんですけれども、一方で不動産業の方は着実に利益を上げてますよっていう決算書になっているので、全体としては潰れないのかっていう残念な感じなんですよね。まあただ少しずつそういった意味では、まあ新聞があまりにも売り上げが下がっている関係で、新聞記者に対する給料は下がってるし、まあ今までのようにもう新聞記者やって高い金もらって批判記事書いてればええや、みたいな、まあそこまで、まあ悠長な感じではなくなってきてるっていう話ですよね。うん。雨の中の熊さん。東京新聞のチラシよくポストに入ってるけど、即ゴミ箱へ。いや、ほんとね、ゴミ箱でいいと思います。まあ、ああいうのはね、生ゴミを包んで捨てるときに使うとかね。まあ、そういうのに使うぐらいしかちょっとね、役目ないですよね、今。まあ、特にここ最近だと、このチラシっていうものに対して私は少しずつ、もうこういった紙を配るのやめないってちょっと思ってる方なので、もう新聞それ自体もね、あんまりこのまま続けていい文化なのかどうかっていうと、ね、新聞作るために、まあ切られてる木ちゃんと植えてるんだったら 100% 代替というか循環するんですけれども、なんかそういった意味ではもう木が切られまくってて、でも植樹してないよとか思ったら、なんかね、環境的に良くないよなとか思っちゃいますからね。金ちゃんさん、不動産も人口減から考えて10年以内に転機は来ると思うよ。そこがね、一つ問題なのは、こういった、報道関係の持ってる不動産っていうのが、いわゆる一等地と呼ばれるような、なかなか値段というか賃貸収入が落ちにくい場所に結構持ってるんですよね、ものを。まあだからこそ、まあ高い収入を上げてるんですけれども。そこら辺ね、ちょっと厳しいなと。特にそういった場所で、例えば、賃貸用の、なんていうか、ビジネスオフィスとか、まあそういうのを構えてたときは、
まあ、例えば、住友不動産にじゃあ50年リースでみたいな感じでガーンって貸しとくみたいな形で、まあ1年単位の話じゃなかったりもするので、まあなかなかね、そんなガツンと一気に減るっていうのがないんですよね。まあだからこそ安定してるとは言えるんですけど、まあそれが本来だったらね、ちゃんとしたっていうとちょっと定義が曖昧ですけれども、中立公平ですよっていうのを本当に実現しているような報道機関であれば、そういった経営の安定性を保ってほしいなと思うんですけど、変更報道やデマやフェイクニュースが混じりまくってますよっていう、そんな報道機関だったら、そりゃ淘汰されてほしいなって思いちゃいますからね。ちょっとそれでは次行きましょうか。佐藤博美さん。今回はステイホームで暇のため取り上げていただきたい件数が多くて長くなりそうなので短くするため箇条書きにします。1、2月4日から始まる北京オリンピックと IOC バッハ会場について。この北京オリンピックなんですけれども、基本的には今のところ、開催に向けて中止になりそうなことは残念ながら起こっておりません。中国は今ゼロコロナ政策っていうのを進めていて、この北京周辺においてもコロナ感染者っていうのは確認されているんですけれども、まあ見つかるたびにその地区ごとまあ封鎖してしまうので、まあなかなかそんな大蔓延するっていうわけでもないと。まあでもだからといってゼロコロナを抑えられるかっていうとまあそういったわけでもないので、まあちょこちょこと感染者はいるんだけど、でも北京オリンピックを中止するほどには残念ながらまあなりそうもないっていう感じですよね。まあ感染症が広がること自体は悪いことなので別にそれを私は望んでるわけではないんですけれども。で、そういった意味においてはいろんな国からの選手団というのは基本的に特に問題なく入る予定なので、まあその点に関してもやはり中止の話にはなりそうもないっていうところですよね。で、北京っていうのは基本的には今回のオリンピックもそうなんですけれども、雪がバンバン降る場所ではないんですよ。とにかく人工的に雪を作って、そこに会場を敷き詰めてっていう人工的な、冬の競技場を作ってる段階なので、まあ、こんなのが成り立つっていうのをね、やっぱりやめるべきだと思いますね。というのも人工的に雪を作りまくるっていうこの不自然な行動それ自体をなんか冬のオリンピックですって言われても、いやそういうんじゃないだろうという話ですね。金があれば確かに温度的に低ければそこに人工的に雪を作ることはできるんですけれども、やっぱりね、自然に雪が降る地域をやっぱり最低限、会場として選ぶべきだろうと思いますね。そういった意味では雪の降る地域っていうのはある程度、まあ固定っていう言い方はちょっと変ですけれども、ある程度決まっているので、もういい加減そんな毎回違う年じゃなくって、ある程度の会場に、なんていうかな、固定化してもいいんじゃないかなとかちょっと思うんですけどね。まああとは、その町ではなくて、その国っていう単位に、まあ切り替えるべきだと。まあ、東京オリンピックっていうのが夏のオリンピックで、冬のオリンピックがまあ北京オリンピックですよっていうこの連続なんですけれども、町っていう単位でやるとそこの施設にまあ収縮させていかなければならないんですけれども、その国ってしてしまえば今ある施設を最大限利用することができるので、よほどそっちの方が、作って壊してみたいなことがなくなるので、絶対そっちの方が自然のためにもいいですし、特に今のオリンピックを開催するためにやたらめったら金がかかりますっていう、このやり方っていうのもやめてほしいですよね。なんかそのオリンピックのために新しく会場を作りました。でも大会が終わった後にはほとんど誰も使わないから毎年ものすごい赤字が出るんで結局壊すことになりましたっていうの、これやっぱり何の意味もないんじゃないかなと。そんなのをするんだったら、まあやっぱり都市開催ではなく国開催に切り替えて元からある施設にちょっと付け足す。まあ観客席がないから観客席作りましたよとか、まあその程度の、まあそういったことをやる必要があるんじゃないかなと思いますね。で、IOC のバッハ会長は結局今回のところ、まあ中国政府の要人とのパイプがあるんだなと思わせる事件とか、まあいっぱいありましたよね。彭帥さんが中国の
元高級官僚の人と、愛人関係になっていた件に関しても、なぜか IOC のバッハ会長が出てきて、いやー、あの人は元気にしてるみたいだよ。今度北京オリンピックやるけど、一緒にご飯食べましょうね、みたいな話してて、あんた一体なんで出てきたのっていうね。女子テニスの協会の会長が出てくるんだったらわかるけど、いや、あんた関係ないじゃないっていうところから出てきました。そういった意味では、このバッハ会長っていうのもうさんくささ 100% で、結局、会場を決める時の様々な接待付けでものすごい私腹を肥やしてるんじゃないかって言われる。そういった話もいっぱいありますからね。そういった意味では日本は今回は東京オリンピックでしたけれども、将来的に言ったらやはりもう関わらないんでいいじゃないのっていうね。もう会場がどこか海外でそこに行けばいいじゃないのっていう、そういったスタンスの方が、コスパがいいっていうと変ですけれども、無駄がないという感じですよね。いつまでもものすごい今のような会場費用がガンガンかかるようなやり方だったら、もう時代に合わなくなってると思いますね。昔だったらそもそも作らないと、元々からないんだから作らないとな、そして作ってしまえば、その後のスポーツ競技の発展に貢献できるなっていうのがあったかもしれないんですけど、今の時代だとそこまでやる必要ないっていう感じはありますからね。ドライジンさん、天然雪でやるなら実績ある都市の持ち回りもありですかね。私もそういう考え方なので、それで言ったらヨーロッパ、日本、そして、っていうような、あとカナダとかね。アメリカでもいいんですけれども、もう本当、ある程度決まった国にはなるとは思うんだけど、でもそっちの方がいいんじゃないかなっていうね、思いますけれど。例えばこの後無理やりをアフリカ大陸でやろうとこうやったりしたらものすごいなんか無駄がいっぱい出るだろうし、ねえ。もうなんだったら中東の国が何とかして金に任せて冬のオリンピックをなんていうことは言わないとは思いますけれども、なんかそういう無茶ぶりはやめた方がいいっていうところですよね。よいしょ。うん。オリンピック開催国の翌年はいろいろ不吉なことが続いている気がしますということなんですけれども、基本的にはですね、オリンピックの翌年だからっていうものは、その国自体にまず起こることがあります。というのは先ほども言いましたけれども、オリンピックをするぞってなったら、ものすごい設備投資するわけじゃないですか。これまでその国になかったような巨大なスタジアムをいくつも作りましたであるとか、競技場としては今まではなんか本当に数百人規模でやってたものをみんなでやる関係で1万人入れるものを作りましたとか、結局そこにはお金がものすごい投入されていることもあって、景気が一時的に良くなるんですよね。でも逆に言えばそれが終わった後っていうのはシューンとそういった投資の額が減ってくるので、なんかその国におけるいわゆる経済的ななんていうか反動源が来るんですよね。だからオリンピックが終わった、ああよかったよかったじゃないじゃないっていう話になってしまうと。あとは他の業界との関連ですよね。例えばシリコンサイクルと呼ばれるような何年かに1回は、その業界が沈む時期がやってくるっていうそういった波形とかもあるので、そういうのと被ってきたら、なんかオリンピックの後ってひどいことあったよねっていうことになりやすくなっちゃうんですよね。戦国さん、南極であれば文句出ないかな。確かに南極はどこの国のものでもないですよっていわゆるみんなにとっての中立地帯なんですよね。ただ、観客は絶対いけないですよね。南極でやるんだったら、雪には困らないですけど、どっちかっていうと、雪というより氷が多い場所ですよね。なかなか寒さが厳しい世界でございます。ただ南極大陸っていうのも全部が全部寒いっていうわけじゃなくって、陸中がもう地表が出てるような隅っこの方もあるので、そういったところに会場を作って、冬のオリンピック開催っていうのもちょっと一つの案としては面白いかもしれないですね。どこの国にも属さないんでさ、
その会場費用誰が出すのか問題とかちょっと出てくるんですけど、まあ夏のオリンピックについて言えばもうギリシャでいいんじゃないっていうそういった意見もあって、まあそれも一つの案だと思いますね。もうどこかの都市に、もうみんなある程度作っておいて、で他の都市に回すよりはそっちの方がお金の面では断然いいですよね。自然環境的にも。パープルさん。いずれとある国は領有権を言い出すかも。南極について言うと、今のところは、まあ、なんていうか、手を出さないでおこうっていう雰囲気ですけど、どこかの段階で、いや、俺がって言い出す可能性は十分あるんですよね。というのも、今だと南極大陸っていうのは陸地があるんだけれど、その上にはとんでもない分厚い氷の層があるんで、まあ開発はほぼ不可能なんですけれども、まあもしもこの雪を溶かしてというか溶けてしまった後、まあ普通の陸地になったらもう普通の大陸ですからね。もうそこを掘ってやろうぜっていう国が出てきてもおかしくないと。まあ今のところは考えなくていいんですけれども、まあ、将来的にはね、まあ話には出てくると思います。逆に言うと、北極の方は大陸がなくて単純に海の上に氷があるだけなんですけれども、現在の北極の方は海底資源をめぐってすでにロシアだけではなくって、カナダ、アメリカ、その他スウェーデンとかそういう北極圏系の国だけではなく、なぜか中国も俺もよこせって言い出しているような状況なので、まあ資源があるところにはそうやってどうしてもね、俺のもんだっていうのが、あるんですよね。でもその話の中に中国が乗り込んでるっていう話を聞いたときには、一体どういう理屈で中国が北極圏で開発に乗り出そうとしてるのかっていうのはちょっとね奇想天外だなと思いましたね。まあ節操のない、まあ、資源の、まあ、かなり貪欲さですよね。まあそんなん言うんだったら日本だってとか思いますけど、まあ日本はそこまでしないんですよね。山下秀樹さんスーパーチャットありがとうございます。まあそうですね。冬の競技自体で言うと、私はモーグルとかもそうですけど、ものすごい、滑るっていうか、落ちるって言うと変ですけど、大滑降みたいなスピード系っていうのがありましたけど、まあああいうのはすごいですよね。もうシュンシュンというかもうあれ失敗したら死ぬなぐらいの勢いで、まあ滑ってますからね。ああいうのも面白いですし、まあジャンプなんかはどちらかというと、まあみんなの中では人気にあるんだろうけど、あんまり私はどちらかというとそうじゃないかなみたいな感じで。やっぱりね、雪は滑ってなんぼだなみたいな感じはちょっと思ってますね。まあでも日本人のメダリストっていうことを考えると、まあスケート場の方の室内の方がまあ取れるんじゃないかなっていう話は今出てますよね。まあこの分野日本は強いですからね。イキショウチンさん、北京雪あるのかなだろうけどっていうことなんですけど、まず北京には人工の雪があります。で、天然の雪はほぼないと思った方がいいと思います。これはもう1月の今月末ですけれども、1月の結構初めの頃からとにかく北京オリンピックに向けてものすごい数の人工降雪機が会場に埋め尽くしておりますっていう、まあそんなニュースはガンガン流れてて、で、機械によって作り出された人工雪でもう会場が埋め尽くされてる、そのちょっと横にカメラ振ったらもう地肌が丸見えの状態なんですよね。まあそれだけ天然の雪はないですよっていう、まあそこに強引に会場を作っているっていう状態ですね。金ちゃんどっちかといえばアイスホッケーみたいな格闘技系の方が。いや、あれは、いいんです思いますよ。激しいですけど、そういう見方もありますからね。そう、別に滑るだけが、冬の競技じゃないですから。アイスホッケーの、いわゆる見る人数で言えば、まあ、ものすごく人気の競技ですからね。早川さん、ジャンプはその昔、囚人に対する刑罰だった。それなんかありましたよね。
北欧の国、スウェーデンだったかノルウェーだったか、ちょっとどっちかは分からなかったですけれども、まあ、刑罰として、お前飛んでみーやっていう形で、まあ、今みたいに、なんていうか、足を開いてじゃなくって、昔の人はもう試行錯誤だったっていうこともあって、手をぐるんぐるん回したりとか、まあ、大の字になったりとか、まあ、いろんな方法で、どれが一番飛ぶかなっていうの、いろんな形で飛んだっていう話がありますよね。トシ君さん、スリル満点のスケルトン。いや、ほんとね、スリル満点っていうか、まあ、時々事故起こった時の映像とかも出てきますからね。もうヒヤッとしますね。まあ、ボブスレーとかもそうかな。ボブスレーはまだ、まあ、なくなることはないけれども、あれもすごいスピード出ますよね。あとは人工降雪っていう意味では、地上に置いた、機械だけじゃなくって、空に向かって溶火銀なんかをまあ打ち込んでっていうような話なんかもありますよね。まあ、どこまで雨は降らせることはできるだろうけど、雪がどれくらい降るかなっていうところは、っていう、ちょっととなるところですよね。ちょっと、それでは次行きましょうかね。次は佐渡金山の世界登録。世界遺産登録推薦の見送り発表後一転して推薦決定発表とコロコロ変わる件についてということですね。まず佐渡金山の話で言うと、最初のうちはですね、これもう登録申請しないんじゃないのっていうそういったニュースが、ガンガンと流れました。まあ今の岸田政権というのはなんだかんだ言ってとにかく問題のないことを良しとしようとしている雰囲気を感じてしまうので、この世界遺産登録に関しては韓国が必ずイチャモンつけてくるぞ、やるぞやるぞって韓国側が息巻いている状態なので、岸田政権がこれ見送る可能性あるぞっていうニュースが出たとき、そうなりそうだなって私も結構思ってました。で、その後ですね、まあ安倍総理であったり、まあ安倍さんでいいや。安倍さんであったり、高市さんが、いや、そんなことしちゃダメでしょうっていうところでもう必死に、アピールして、それを、記事も何度もネットニュースもそうですし、テレビでも、ちょこっとはテレビでも流されるぐらいにある程度、報道してくれたということもあって、巻き返しが自民党内で起こって、そして国会の質疑応答なんかでも、自民党が政府に対する質疑応答の中でこの世界遺産登録について検討しないのおかしいんじゃないですかっていうところを、まあ、高橋さんががっつり、まあ、お話しされてくれたりなんかもして、で、ようやくコロコロ変わったのを、まあ、良い方に転んでくれたっていう思いですよね。こんな風にね、コロコロ転ぶ必要ないんですよ。そもそも韓国の言ってることおかしいでしょっていうところから、政府としては、はい、これはもう遺産登録申請を行いますって最初に言えばこんなごたごたしないで済んだんですよ。ねっていうところですね。まあ、その件に関してはですね、記事になっておりますけれども、岸田首相は保守派の離反を懸念していると。まあ先ほども述べたように安倍さんであるとか高橋さんと言われる、まあそのあたりのいわゆる保守派と呼ばれる人たちが、まあ今回の件、そしてそれ以外の件、まあ中国に対する非難決議であるとか、まあウイグル問題をちゃんと取り上げるのかどうかとかね、北京オリンピックに対してもやはり物申すべきであると。まあ様々な問題があるので、もういい加減しろよっていう形で少しずつ自民党の中でまあ、反対勢力化していくっていうのを懸念していると。そういったこともあって、まあ政権としては、ちょっとこれはこのままにしておくのはちょっと難しいかなという判断が働いて、やっぱりやります。まあやっぱりっていうかやめるとは言ってないんですよ。やめるとは言ってないですけど、そういう雰囲気だったのを、まあ申請する方向へと舵を切ったということでございました。まあただしですね、まあその裏側としての記事なんかは産経新聞書いてるんですけれども、もう歴史視線っていうのは結局韓国側はこの佐渡金山に対してはものすごい負の遺産がある。ここはもう強制労働の場としてとんでもないことやったんだっていうようなファンタジーをガンガンに世界に広めようとしている。一方で日本がそんなことはないぞっていうところで、いわゆるケンケンガクガクの戦いをしなければならないっていう話なので、
そのための準備をしてきたのかっていうツッコミがすでに入っております。で、産経新聞と記事は今回の件に関してはもう政府は全然やる気なかったっぽい雰囲気なので、今回韓国側がものすごいプロパガンダを仕掛けてくることに対しての、事前対応のその準備ができてないんじゃないのっていうところを書いております。ということは何が起こるかっていうと、今回国内の政治上において保守派の人たちが離れるのを引き止めるために、申請する方向に決めたわけですけれども、いざ申請した後に韓国にやられっぱなしになる可能性があるぞっていうすごい不安になるニュースでございます。この件に関して、韓国政府、こちらは韓国の報道機関中央日報の記事でございまして、韓国政府としては佐渡金山の世界遺産推薦に強い遺憾、日本大使呼んで抗議という記事が出ております。こちらの方の話は基本的に韓国側としては、ものすごい膨大な人数が強制連行されてて、奴隷的労働させられたんだぞっていうストーリー、これからガンガン流すぜっていう、そんな雰囲気を醸し出しております。実際やるでしょう。で、これらの韓国のやり方っていうのは基本的には、どんなにそういう目がなかったとしても無理やり、煙を立ててあったんだっていうそういった手法をとってそのことに関して何も悪びれる様子もなくっていう国なので、絶対やってくるだろうなと思っております。ポチポチポチ。なのでね、この後ちゃんと岸田政権下において、こういう韓国側の行動に対して、そうじゃねえぞっていうね、ちゃんと対策を立てて、実動部隊を、用意できるかが大事ですよね。何にも手を尽くさずに、もう、きっとなんとかなるわ的な感じで、投げやりにこの申請を行ったら、その後、日本をめちゃくちゃディスられる、そういった運動が世界展開されちゃうわけですからね。本当ここは気をつけないといけないところですね。よいしょ。はい。では次行きましょうかね。はい。今月15日、大学入学共通テストの試験中に出題内容を写した画像が流出した問題。関与を認めた女子大学生はスマートフォンを上着の袖に隠し、シャッター音が鳴るのを警戒して動画を撮影した上で、わざわざ静止画に編集し、東大生2人にスカイプで画像を送信し、回答を送るよう依頼し、時間内に受領。こんなカンニングが簡単にできてしまう現状と、それについて監視する側は、見つけるのは困難と証言していることについて。はい。ということですね。これはちょっと大学入試の話なんですけれども、まずインターネットを遮断できないのかっていうのをまず最初に皆さん思うと思います。で、私も最初そう思います。というのも、たとえスマートフォンで動画撮影するにしても、写真撮影するにしても、それが外部に出ない限りは結局答えを時間内に得ることはできないわけですよね。だからインターネットをその空間だけ何とか遮断できないかって思うんですけれども、実際のところこれちょっとお金がかかるんだそうです。つまり費用対効果として難しいという話があって、なかなかうまくいかないらしいんですね。そのため一番何ができるかって言われたら、会場に入る際に皆さん持っているスマートフォンは全部、預けてくださいねっていうのプラス、持ち物検査させてくださいとかいう、そこまでやらない限りちょっとね、この犯行っていうのはこれからも続く可能性ありっていうところですよね。だからこういったものを事前にある程度抑えるためには、私の言ったようなある程度自由を束縛しますよ、皆さんの持っているスマートフォンについては回収、そして試験が終わったらお返ししますよ、そして他にそういった携帯端末持ってないか調べさせてくださいねっていうのを、ちょっと不便ではあるんですけど、やってもらわないと結局そういううまいすり抜けた人だけがなんか得をするっていうのはちょっとね、これはね、良くないことですよね。なので、技術的に言うとインターネットを封鎖するのはちょっと費用対効果として難しいので、残念ながらそういう物理的な、スマートフォン回収と、あとは他に持ち物持ってないか検査っていうのをちょっとね、
重ね合わせてやるしかないっていうふうには思いますね。まあこれに関してはいろんなところでいろんなやり方があってっていうのを言われるので、まあ特に中国なんかもそうですし、他の国ではもっと、まあ例えば今回の件で言うと、ちゃんと既製品のスマートフォンを使ってるわけですけど、場合によっては特注品の、例えばスマートグラスと呼ばれるような、メガネの中にカメラが入っているものなんかにインターネット機能をつけて、見ているものについて、それを外部にインターネットを通じて、送信して、で、耳に対しては骨伝導イヤホンなんかのような、非常に見にくい、耳の穴が塞がっていないタイプで、返答を、回答をもらうとかね。そういった、もうスパイ映画かよとか思うような、そういったやり方をするっていうパターンもあるらしいので、ね、なんとかっていうか、それ、やりづらい環境を使うしかないかなというふうに思いますけどね。雨の中の熊さん、その労力の勉強に使おうよ。もうまさにその通りでございます。もうそうやってどうやってそういう監視の目をくぐり抜けようかみたいな、そんなところに頭使う暇があったら勉強しろよっていう、ものすごい本音のとこですよね。ただね、残念ながらそういうのをめんどくさがっちゃう人がいっぱいいっちゃうんでしょうね。基本的にはそういった意味では、すぐには回答の出ないものっていう問題を重視するっていう考え方ありますよね。例えばマークシート方式だったら、この問題はこれだよねっていう答えがちょっとわかりやすいんですけれども、何々についてあなたはどのように考えますかみたいな、いわゆる自由筆記であなたの、文章で書いてくださいっていうパターンだとなかなかそううまくはいかないっていう考え方はあるし、あとは今回のように一発試験ではなくて、ある程度そういった筆記試験ではなくって口頭とかもしくは課題をその場で考えてやってもらうみたいなちょっと違う方式のテストを増やすとかね。めんどくささはもうとっても上がるんで大変ですけども、そういったものをちょっと取り入れることを考えてほしいですよね。おもちパンダさん、東大クラスはある程度の成績で合格させて出るのが死ぬほど大変にした方が良いですね。そういう手もあると思います。いわゆる試験だとある程度みんな入ってきていいですよ。でも、卒業するまではっていうことを考えたら、バイトにかまけて勉強がおざなりですなんていう人はちょっと卒業無理ですねとかね。いわゆる出る方がより難しく。出る方っていうか、なんていうかな、単位をちゃんと取っていくことに対して、手抜きは許しませんよっていう方が基本的には、健全な大学生卒業っていうことにはなるかなと思いますね。今みたいに試験が一番難しくて入ったら、あとはなんとなく3年生ぐらいになったら、これからはもう就職試験のためにいろいろやるっていこうみたいなね。なんかそっちの方に完全に移行して勉強どこ行ったのみたいなことになるよりは、ちょっとね、卒業の方がより難しくっていう、入るのは簡単なんだけど、日々の勉強大変だの方が基本的にはいい大学生というか、そっちの方が多くなるっていうことはありますよね。はい、それでは続きいきましょう。沖縄警察署の庁舎が24日の深夜から翌日未明にかけ、若者ら数百人取り囲まれ、石や缶飲料を投げつけられて掲示板のガラスが割られたり、車両が傷つけられたりしました。この件で今のところ逮捕者は出ていない。日本やもっと欧米諸国の民意可視化文化に追いつけたなということですね。この件に関しては結局のところ騒動の中心となっている発端として何が起こったのかなっていうところがなんていうか確定していないような話で、いやいやそうじゃないんだ、警察が一方的に悪いんだっていうような話と、いやいやそうじゃないよっていうような話のなんか両方出てきてるんで、どっちやねんっていうことがあるんですけれども、
たとえどのような発端があったとしても、その後、若者数百人が警察署のところに来て暴動というか、破壊行為をしていることは別に何の一つも正当ができませんよ。あなたたちのやっていることは、器物破損ですよっていう、このあたりのことはちゃんと警察も調べて逮捕はしてほしいですよね。といったあたりでございます。さて、それでは次行きましょう。こっち桜島俊さん。上川さん、こんばんは。こんばんは。今晩もよろしくお願いいたします。2月に中国非難とも言えない決議を表明するようです。中国に気を使って、こわごわと骨抜き批判と言われています。全く無意味というより恥ずかしい限りです。まだ修正の可能性はあるのでしょうか。誰かおかしいと国会でひっくり返す議員はいませんかねということですけれども。まず中国に対する非難決議なんですけれども、やろうやろうと言っている人たちがいる一方において、そんなもんやっても意味ねえよっていう人たちと、そんなのやるなっていう反対派の人たちがいてごちゃごちゃになっておりまして、それらが妥協し合った結果何が残ったかっていうと、非難決議なんだけど非難してないし、中国に対するものなんだけど中国とは言明しないしっていう、よく意味のわからない残骸が最終的には決議されるだろうと言われています。で、このことに関して桜島俊さんは、もうなんだこれっていうことで、恥ずかしい限りですって書かれてるわけなんですけど、私も全く同じ思いで、なんやねんこれっていうところですね。別に私関西人じゃないですけど、思わずツッコミを入れたくなるような話ですよね。みんなが妥協できるっていうところを探り合った結果として、何の意味もないものに最終的になってしまったっていう、ひどいもんだなっていうところですよね。で、これをひっくり返そうとすると、おそらくはこれまでの妥協の結果っていうのもあって、無理なんじゃないかなっていうのが私の考え方ですね。誰かがいやいやこれはちゃんと中国非難決議案っていうところで、まずタイトルもつけないといけないし、中身についてもちゃんと言明しなくちゃいけないでしょってなったら、いやそれだったらやっぱり、もう話元に戻って私、賛成できませんよって言ってどんどん離れていったら結局決議できませんっていう話になっちゃうっていうね。なんかそれだったらどっちもどっちで意味がないっていう話ですよね。これに関してはね、今の国会議員の人たちにね、あなたたち一体どこの国の国会議員なんだと、もう一回考え直してこいって話ですよね。日本のためにいる国会議員なのになんで中国に対するいわゆる人権問題、人権問題って私言ってますけど、もっと、YouTube の規制がないところでは普通に言いますけれども、ああいうジェノサイド問題に対してきっちりと批判すべきだと私は思っているので、そんなことも言えないような国会議員何なのっていうところですよね。日本の国会議員じゃなくて、中国に渡っても中国人として生活してくださいっていうところですよね。で、これに関して言うと全会一致を目指すっていう、この方向性もね、そんな全会一致じゃないから妥結してでもなんとなくっていう方向も私もこれはちょっと気に食わない部分で、何のための国会なんだと。多数決を取って、その上で、こちら、反対する人もいるし、棄権する人もいるんだけども、国会ではちゃんとこれが通りましたよっていうものであれば、日本の今の現状としては、中国に対して非難する決議出しますっていうのが私は今の日本にとっては必要だと思いますね。もうとにかく全会一致じゃなきゃダメだみたいな、そんな原則論は捨てるべきだというふうに思います。伊藤家まこぴーさん、書き込みありがとうございます。上川さんのライブを毎回楽しみにしてます。ありがとうございます。上川さんは占いとか厄年とか信じていますか？私は良いことだけ信じている程度です。岸田総理になってから運気が下がっているように思えてなりません。どう思いますかということですね。いやー、岸田総理は私は日本の運気を下げてるなと思いますね。例えばですね、ここ最近の出来事だと株価のどんどんと下がっていますよっていう現象を指して、ツイッター上なんかでは岸田ショックなんていう言葉が生まれてました。で、実際には株の
値下がり傾向がずっと続いているこの原因っていうのは基本的には岸田総理ではなくてアメリカの FRB が決めた金融収縮政策、っていうのがあります。プラスアルファ、ヨーロッパを激震を恥じているウクライナとロシアのこの緊迫化。これによって、例えば実際に戦闘になった場合には経済制裁をかけるよって話になっているので、天然ガスであるとか石油の価格高騰もつながるし、そしてロシア側とのいわゆるビジネスが凍結されるとなれば、EU は天然ガスの大量に輸入している状態なので、これがストップするかもしれないっていう、いわゆる世界の不安定化っていうものすごい大きな話題があるんですね。その大きな話題があるからこそ、ヨーロッパ株が下がる、アメリカ株が下がる、その余波を受けて日本に対しても、その余波として値下がりしますよっていう、巨大な世の中の動きがあるんですね。岸田ショックっていうんだったら本来であれば岸田政権がこんな政策やりますって言って、他の国では株価が上がったり下がったりの日常風景なんだけど、日本だけが暴落するっていう話なんですけど、先ほども言ったように実態としては世界の影響を受けて日本の株価もガーンと下がってますよっていうので、実際には岸田ショックではないんですよね。でも岸田ショックって呼ばれるぐらいに今の岸田総理っていうのは株式市場からは全く信頼されておりません。基本的には新しい資本主義っていうのを掲げているわけなんですけど、そういう割には金融政策的に言うと、課税を強化しましょうっていう方向を掲げていたり、もしくは、株主に対する配慮っていうのをもうこれまでよりも厳しくめにして、どちらかというと、従業員向けにお金をガンガン出してくださいねって言ってるんですけども、そういったことは残念ながら投資家から見ると、日本企業っていうのは株主に対してひどい目に合わせる、そういう方向に舵を切ったのかなというふうに見えたら、やっぱり条件としては他の国よりもちょっと優先的に、株を売る対象になりやすいんですよね。なので、世界各国株価は下がっているんですけど、その中においても、日本株は今買い手がいないぞっていうような話になっていると。日本の株式市場がなんで世界の影響を受けるんだっていうふうに言われる方もおられるんですけども、でも実際のところそうなんですよね。アメリカの株式市場で暴落があった時には必ず日本もその余波でバーンってきますからね。時間的に言うと日本で株式市場が閉まって夜になったらアメリカが朝になるので、アメリカの方で株式市場が暴落するとその翌日の日本市場でガーンと下がるっていう、この連鎖ですよね。この連動っていうのは残念ながらなかなか外れるものではないので、このあたり世界的に繋がってるよっていうことを理解しないと、岸田ショックって言われて、世界がどうなってるかっていう視点がズバッと抜けてしまうと、岸田政権の今のやってることは悪いからもう日本の株式市場もダメだなっていう、ものすごい短絡的な話になるので、そこは注意した方がいいと思いますね。なので逆に言うとですね、アメリカの株式市場今めちゃくちゃ下がり傾向になってきて、この後ちょっとチャートっていうと変ですけれども、株価の値下がりをしていてもある程度のところで下げ止まるだろうっていうラインを突破してガツンと下がってしまうと、この後も確かに日本の市場もガンガンと同じく連動安するんですけど、じゃあこの後、アメリカの金融市場が持ち直して株価が上がってきましたよってなって、日本の株式市場も同じように回復してきたら、じゃあ岸田政権の政策が良かったのかって言われるとそうじゃないよって話しないといけないんですよね。世界的なつながりで戻ってきただけですよっていう風に言わないといけないのでね。今みたいに岸田ショックって言ってる人は、そういう世界的な流れを無視した状態で解説を続けるんだったら、やっぱりニュース解説としては間違ってるだろうなと思いますね。早川さん、東証は一部二部から何に変わったということですけど、予定としてはプライム市場だったかな。いわゆるアメリカの S&P500 とかみたいに、ある程度有料な成長企業、そういったものだけに絞り込もうとは一応、掛け声はかけたんですけれども、ほぼほぼ掛け声倒れに終わって、東証一部から再編して、ほとんどの企業は残るような形で、
なんか改革できてないなっていうのをちょっと象徴するような出来事が起こってますよね。ドライジンさん、そもそも岸田さんの得意分野は何なんですかねということですけれども、岸田さんの得意分野は基本的には調整だと思います。私の思うに。例えば、岸田さん本人も私は聞く耳を持ってますよって話をしてますけれども、これは何を意味してるかっていうと、私は率先して何かを決めるリーダーシップではなくて、みんなの話を聞いてみんなの利害調整を行って、ある程度の話をまとめる、いわゆる調整力が高いんですよっていうことを、売りにしてるわけです。確かに混乱してる時にはそういう調整力がある人が大事なこともあるんですけれども、私は今の時代はどちらかというと、自分がリーダーシップをとって率先的に何か物事を決めていく、いわゆるリーダー主導型経済とか政治っていうのが必要な時期だと考えているので、岸田さんのタイプは今じゃないでしょうとかちょっと思うんですよね。で、調整力という面においては、少なくとも前任の菅さんはもっと調整力が高かったわけですから、残念ながら劣化版になっているんじゃないかなと私は思いますね。で、その上、志というか、政治思考的にも、中国に対する配慮が強い人なので、調整しまくって結局中国側にとって都合のいい話でまとまるんであれば、日本のためにとっては良くないなというふうには思いますね。それって総理の器って書かれてますけど、調整力が高い人っていうのも一つパターンとしてありますからね。特に国民の人気が全くない人でも自民党の中のなんていうか妥協の結果としてこの人総理大臣になりましたみたいな人が時々現れますから、そういった意味では岸田総理は今回の件で言うと、なんかそういうカリスマでも何でもないんだけどなっちゃったぜ的な人ですよね。さて、それでは次行きましょう。はい。HT さん、ありがとうございます。皆様、上川様、こんにちは。こんにちは。今日は肉の日です。1月29日ですからね。肉ですね。今日は肉の日です。私は肉が大好きです。また、魚のお肉も大好きです。先日、福島応援でお取り寄せしました。大変福島産美味しかった。中華共産が台湾に日本産輸入解禁に圧力をかけています。中華もんほどやばい食い物はないと思います。日本は中華もんの輸入規制を厳しくしてほしい。上川様のご意見はいかがですかということですね。ありがとうございます。私もお肉は好きなんですけれども、なかなか、高いお肉はあまり食べたことがないので、安いお肉ばっか食べております。で、魚のお肉について言ってももうある程度下処理をしたような、例えばサバ缶みたいなもんどこを食べても特に、捨てるとこはないよみたいなお肉は食べるんですけどね。で、今ですね、台湾が福島産のこの魚介類に対しては、福島第一原発の事故以来、基本的に輸入規制をかけた状態が続いています。ここ最近そういった規制についてはようやく解くかもしれないよという報道が一部台湾側で流れたんですけれども、残念ながら正式な話し合いとしては、議題に上らずに、未だに福島産のものについては輸入禁止措置というのが継続中でございます。やはりこのあたりについてですね、何か外部からの圧力もかかってんじゃないかなっていう話は確かにあって、台湾のことではあるんですけれども、この日本のものを輸入禁止している措置があるっていうことを理由として、他の国としてもやっぱり日本は広い国だって言いたがる国っていうのがあるんですよね。特に韓国みたいな国で、韓国も同じように、日本のこういった食べ物については放射能汚染されてるっていう風評をなんとか流そうと頑張っているいらぬ余計なもう悪意の塊みたいな感じでこの問題を取り上げているので、やっぱりね、台湾に対してはある程度いろいろな話し合いを続けることによって、この福島産のものについてはもう安全なんですよっていうことをしっかりと確認してもらった上で、広報してもらう。そして台湾の住民投票なんかでも台湾の人たちからもう大丈夫だよって言われるような状態にちょっと持っていってほしいですよね。で、台湾がなぜそのように輸入規制を継続しているかっていうと、台湾の住民投票、国民投票のその案の一つの中で、福島産のものについてはこのまま輸入規制した方がいいんじゃないのっていう人の方が多かったっていうのがちょっと出て、それを受けて政府としてもまだ動けないよっていうのがあったんですよね。
ただそういった国民投票に議題として上がった時から少し年月が経ったので、やはりね、もうちょっとこのあたりで政治的な妥結として台湾側に輸入禁止措置外してくれませんかっていうのをちょっと打診してほしいところですよね。ここはもう外務省とか日本政府とかそういったところの話で、台湾側とちょっとね、トップ同士の話をしてほしいところですね。よいしょと。ほいと。それでは次行きましょうかね。そうそう。それで、中華門の輸入規制についてなんですけれども。特に、ここ最近中国産のもので問題視されているものとしては、アサリの問題とかが取り上げられていて、中国から来たアサリを日本の熊本県で、みんなバババババーっと干潟に、散らして、それで畜養と呼ばれるようなもので少しだけ期間を置くと、日本産アサリですって言って、日本中に売ってますよっていうのがずっと何十年と続いてますっていう問題が取り上げられたこともあって、いわゆる産地偽装っていうの、もう特にね、中国産のものについてはそういった産地偽装を許さんぞっていうところには、やっぱり気を配る必要があると思いますよね。シューマハさん、おやすみなさい。寝落ちせずにちゃんと寝ますよって言えることは良いことでございますね。はい。よいしょ。としくんさん、書き込みありがとうございます。北京オリンピックが間もなく開催されます。私は東京オリンピック同様ライブで見ることはなく、日本選手が活躍したところだけネット配信でダイジェストで見るだけですけど、最近中国共産党が中国政府を批判した選手は、厳罰だとか、出場資格停止だとか言っていましたが、そうまで中国共産党は追い込まれているのでしょうか。大体選手の資格云々は各競技団体、NOC、IOC が判断することで、中国共産党が言い出すことじゃない気がします。中国共産党のことだからなんやかんやイチャモンつけるでしょうね。こんなリスクを背負って出場する選手たちがかわいそうということで。全くその通りで、ね、それぞれの選手が何を言おうかっていうところで、政府批判とか北京オリンピックのその様々な運営方法であるとかやり方であるとか、そういったことについて文句言うんだったら許さんぞみたいな話なんですけど、こういう話っていうのはちゃんとした正当な批判っていうのも当然存在するはずなので、もうありとあらゆるものについて厳罰化するぞって言ってもね、これやりすぎっていう話ですよね。ただし、中国の場合だとそれがむしろ、通常運転っていうと変ですけれども、政府側のやっていることに対して正当だろうが不当だろうが批判は許さんっていう、文化があるので、今回の件に関してもおそらくそういったものを厳罰に課すんじゃないかなと思いますね。で、中国の人たちもそういった意味では、ある程度言えば何が起こるかなっていうのをちょっと覚悟して言わないといけない部分があるのが、やっぱり日本人とこの中国に生まれたことの差は大きいですよね。日本だと政府のやってるこれ、何々の政策は問題だって言って、じゃあそれを元にして警察がやってきて、政府批判をお前したな、じゃあ警察に連れてくわ、なんてことはないですからね。そういった意味では、なんだかんだ言って共産主義っていうのは、人々の様々な思い、自由っていうのを、無遠慮に踏みつける、そういった政治体制であることは間違いないと思いますね。もちろん民主主義の、例えば今の日本に問題がないかと言われたら問題はあるんですけれども、少なくとも共産主義のような根本的に国家そのものが実は中国のものじゃなくて共産党のものなんですよっていうね。ちょっとこの概念は私たちと違いますからね。日本だったら日本っていう国や文明っていうのがあるっていうことをちゃんと考えることができるわけなんですけれども、中国共産党にとって大事なのは実は中国じゃないんですよ。あれは共産党の領土が中国っていう考え方なんですよね。だからどんどんと昔の領土と言われるものについても取り戻すというのを一つお題目にして自分たちの勢力圏を拡大することに全く躊躇がないんですよね。よいしょ。よいしょ。こたつねこさんの書き込みなんかでは、ウイグル問題、そういったものについては、国連が報告書を出さないっていうところを言っていて、もうこういった時に国連は本当に役に立たんなっていうお話なんかもされております。あとは、
冬の競技なので、羽生結弦選手がもしも優勝ってなった時に、会場にプーさんのぬいぐるみを持ち込めるのか問題とかね。このプーさんの話っていうのは結局習近平国家主席に対しては、なんていうかな、揶揄するときに使うマスコットキャラクターっていう、そういった位置づけになっているので、中国国内においては、もうプーさんが出てくると不穏な空気が流れるっていう、そういったことが起こるんですよね。そういったこともあって、アイススケートリンクにこのプーさんが投げ込まれるのか、それとも会場に持ち込むことからもっていうね。ただ観客については入れないっていうことになっているのでね、今回はそういった意味では会場に持ち込む人はいないんじゃないかなとは思います。今のところ新型コロナの問題でゼロコロナを掲げる中国共産党としてはですね、このオリンピック会場で、ものすごい感染者が出ましたよっていうニュースを出さないために、中国国内のチケット販売なども共産党の一部関係者のみにしか出していないだろうと言われている状態です。いわゆる一般国民に対しては売らないという話にはなっているので、そういった意味では、羽生結弦選手が優勝したとしても、プーさんを持ち込む人は残念ながらいないんじゃないかなと思いますね。観客がいれば、ちょっと話は違うんですけど、今回はおそらくこういったことにはちょっと話展開しないでしょうね。次行きましょう。山田悠々さん。上川さんこんばんは。はい、こんばんは。対中国非難決議は採択されるでしょうか？ウイグルの人権問題などもあるので、中国にはガツンと言ってほしいところですが、かなり骨抜きになっているようです。日本政府が中国に強い態度を取らないのは公明党の影響でしょうか？公明党は中国と以前から深いつながりがありますよね。公明党の方が当時の周恩来首相と会談し、国交正常化に良い影響があったという話を聞いたことがあります。もし中国が公明党とのパイプを使って何らかの政治的影響を与えようとしているのなら、このまま公明党と連立するのは危険でしょうか？私はもし公明党に中国とのパイプがあるのなら、暴走気味の中国共産党に対して抑止力になってほしいのですが、無理でしょうかということですね。この件に関して言うと、ちょっと他の方の書き込みの時にも言いましたけれども、対中国非難決議を目指した動きはありました。で、実際そのような政治的な公募がものすごいありました。だけれども、結局のところですね、この文章にこの文言が入っているんだったら賛成できないっていうような、ごねる人たちがいるので、最終的には対中国非難決議、この対中国っていうのがスパーンと消えて、なんとなく中国なんだろうなと連想はすることはできるんだけど、文言としては中国を名指ししない方向になると。で、次に非難決議ですよっていう部分の非難が入っていたんだったらこれは飲めないっていう人たちがいて、非難っていう文字についても消えそうだと。で、残ったのが決議ですよと。何の決議じゃいっていう、そういった、骨なし、筋肉なし、何もなしみたいな感じになりそうな、そんなボロボロなものが決議される予定です。なので、厳密に言うと対中国非難決議っていうのは存在しなくなってしまったというところですよね。で、公明党の影響はどのくらいあるでしょうかっていう話について言うと、かなりあったんじゃないかなと私は思います。これは結局のところ中の人、特に実際の交渉に当たった議員同士じゃないとわからない話なので、私は想像で話してるんですけれども、残念ながら公明党は基本的には中国寄りの政党なので、それは別に今に始まった話ではなくって、連立政権を組んだよりもそれよりもさらに前の時から別に、公明党は中国に対しては基本的には、親中派の、スタンスを取ってきました。ただしですね、昔、国交正常化とかそのぐらいのあたりの時は、別にそれでも問題はなかったんですよ。その頃の中国の国力がものすごく低い状態でしたから、日本にとって実害が及ぶことはなかったわけです。だからその頃の話としては別に日本にとっても、公明党が別に中国について忖度していても、あまり気になる話ではなかったと。ところがその姿勢というものが現代まで続いてしまうと、やはりものすごく日本の政治にとってはマイナスの影響をもたらしている状態なので、私は何としても公明党は、この連立政権から外れる方向で、やっぱり政治的には考えてほしいですよね。なんですが、今の日本、
自民党が何を考えているかというと、自民党の中にも親中派の議員たちがいるので、別に公明党連立から外さなくてもいいじゃないかっていう人たちもいるんです。だからこそ、この連立政権は続いている状態なんですよね。いわゆる親中派議員の人たちと公明党がつながっている状態だったら、なんで連立政権から公明党外そうなんていうのっていう具合にして、いわゆる抵抗勢力側になってしまうんですよね。で、じゃあ親中派議員じゃない人たちが、じゃあ公明党についてどう思ってるかっていうと、特に選挙に弱い人たちを中心にして、いや、今、公明党と敵いったら、俺次の選挙で受からねえよって思ってる人たちは口をつぐんじゃうんですよね。このあたりがやっぱりね、公明党のいやらしい存在具合だと思いますね。まあでもね、今のところ自民党がたとえ公明党を切ったとしても、まあ単独政権は難しいにしても、他の政権とね、他の党との、まあ連立っていうのを見越して、ある程度は戦えるとは思うんですけどね。ただそういう、どうなるかわからないことに関しては、冒険するような総理大臣が生まれてないので、なかなか公明党を切るっていう話が具体的にはならないんですよね。このあたりは本当にもどかしいところで、まあ健全な野党っていうものがあれば、やはりそういったところに投票が集まって、やはり自民党政権をある程度脅かしてくれるっていう状況は必要じゃないかなと思いますね。ポチッとな。それでは次で、総文教さんの書き込み。北京オリンピックの羽生結弦選手へのプーさんシャワー。中国では習近平に似ているという理由で熊のプーさんが禁止されていますが、羽生結弦選手の演技終了後にファンからのプーさんのぬいぐるみ投げが起きたら、北京オリンピック当局はどのような反応をするのでしょう。また、羽生結弦選手がぬいぐるみを抱いてメダル獲得したらどのような反応をするのでしょうということなんですけれども。まあ、こちらは他の方の書き込みの時にも言いましたけれども、今回の北京オリンピックについては観客を基本的には入れないと。入ってくる観客は、まあ一部中国共産党のまあお偉いさんみたいな形で、特別にチケットをもらった人だけがちょっと入るぐらいかなというふうに思われているので、多分会場にプーさんを持ち込む人はいないんじゃないかなというところですね。で、羽生結弦選手も結局のところ、もらったプーさんを抱いた状態でインタビューに答えるっていうのがこれまでのパターンなので、まあわざわざもらってないんだけど自前で用意しましたみたいな、まあプーさんを持ってくることはないとは思うので、なかなかこういった絵面が発生しないのかなと思いますね。もしも観客を入れてたらそういうことが起こりうるっていうね、ことがあったので、まあそれはどういう風な感じで受け止めるのかちょっと見てみたかったんですけどね、私も。はい。はい。それでは、今残っている書き込みは最後、ゆうさんですね。ゆうさん書き込みありがとうございます。ライブ始まってからの投稿で申し訳ありません。メタンハイドレートについて開発が進んでいくのかどうか、将来日本のエネルギー需給はどうなっていくのか知りたいですということですね。書き込みありがとうございます。このメタンハイドレートっていうのは基本的には日本海側の方が基本的には多いという話なので、開発が進んでいけば結構日本のエネルギー需給に貢献すると言われています。ところがですね、ありますよと言われている話から一体何年経ってるんだろうというぐらいにして、実際の商業採掘とでも呼ばれるような商業採掘というか採取っていうのが進んでいるわけじゃないというのが残念なところですよね。で、これは何かっていうと、見つける技術はある程度ありますよっていう話なんですけど、これを、ビジネスとして成り立つぐらいに、取れる技術っていうのに、どうも今のところは目処が立ってないようなんですよね。これは他の話でもあるんですけれども、例えば海底の資源を取りましょうってなった時も、そこに存在することは分かっているし、取れることは取れるんだけれども、取るためのコストが高すぎて、やればやるほど赤字になって成り立たねえよっていうところから日本はできないっていう話になっちゃうんですよね。だから難易度としてはすごく高いんですよ。地上にあるものであれば、やっぱり、たとえ深くても地続きだっていう方だと、ある程度、
技術的な困難度は低いと言っては変ですけれども、ある程度採算が合うんです。採算が合うっていうものだったらやっぱ取れるんですけど、なので今は技術開発をゆっくり進めていって、なんとか採算に合うところまで何か技術革新が起こるまではちょっと時間がかかるんだと思いますね。ただそこに資源があること自体は分かってるので、やっぱりね、少しずつ赤字でもいいので、これやっぱり国の研究支援のお金を続ける必要があると思いますね。この考え方っていうのはどちらかっていうと、投資の部類で、うまく花開いてくれたら嬉しいなみたいな感じですね。この話っていうのは基本的には、未来はあるんだけど、ちょっとね、1年2年だけでなんとかなるっていうところでもないので、なかなか難しいところですよね。ついこの間、島根県沖、山口県から見ても150キロとか130キロ沖の、海底の天然資源として、ガス、これを取るために、開発を本格化しますよっていうニュースを取り上げたんですけど、これもですね、期間的に言うと、2030年を目指して準備を進めていますよということなので、残念ながら来年からさあ取れるぞとかそういったわけでもないっていう場合にして、こういった開発っていうのはものすごい5年、10年っていう、すごい長い期間かかっちゃうんですよね。ただし逆に言えばそういった長い期間を通してじわじわと開発を進めていけば、そのうちなんとかなるだろうっていうちょっととこですよね。何してもエネルギーのこの自給率っていうのは日本はものすごく低くって、天然ガスにしても石油にしても基本的には外国頼りっていうこの状況。この状況っていうのは基本的に日本のお金が海外にずっと支払われている状況なので、やっぱりどこかの段階でこのエネルギー自給率を上げたいっていうのはあります。外に回っているお金を日本人自身の国内で回せるようになった方が基本的にはお金の巡りとしては非常に健全なので、で、一方においてですね、日本はこれまでのずっと反映してきた関係で、対外資産と呼ばれる日本の国外にある資産っていうのも結構あるので、日本がこういったエネルギー自給率を高めてお金が外に出ていかないようにしたら、さらにはこの対外資産からもたらされるいわゆる利子収入とか債券収入とか、外に持ってる鉱山のそういった収入とかも考えると、日本は立地大国になっていくっていうね、そういった面もあるのでね、エネルギー自給率を高めるっていうのはそういった意味で海外にそういうエネルギー源を握られないで済むっていう安全保障上においても良いし、経済的にも良いっていう、結構大事なことだと私は思っております。ポチッと。はい。というわけで今日の書き込みについては皆さんの全部取り上げられたんじゃないかなと思いますが、と思ったらまだあった。おもちパンダさんの書き込みちょっと見逃してましたね。皆さんこんばんは。少し長くなります。すいません。あまり報道はされてませんでしたが、反ワクチンを訴えていたアメリカ Q アノンのリーダー格の一人であったサーステン・ウェルドン氏がコロナ感染により亡くなりました。エルドン氏がコロナ感染、ちょっと待ってね。コロナではなく、細菌性肺炎に罹患したと発表し、抗ウイルス剤レムデシビルの投与を拒否、結果死亡となりました。このように自分勝手に病名を決めつけ治療を拒否する患者を受け入れなければならない医療機関は大変です。さらにこの件に関して Q アノンの信者たちが医療人によって殺害されたと曲解し、医療従事者たちにはつながらせる、裁判を起こすなどと暴言を浴びせています。コロナで疲弊し、患者から攻撃されるとはメンタルが持ちません。日本でも治療方針が気に食わないというだけで医師を殺害する事件がありました。一生懸命に治療に当たってくれる医療関係者の皆さんを守る手立てはないのか悲しい思いです。何か良いアイデアはないものでしょうかということですね。まず最初のこのアメリカ Q アノンのリーダー格の人が、病気で亡くなりましたよと。病気で亡くなったんだけど、これがもう医療関係者がなんか不手際があったに違いない、殺されちゃったんだっていう、このあたりはもう完全に被害妄想激しすぎるでしょっていうところなんですけど、でもこういった話と関連して、やっぱり医師の考え方と、
患者さんと、その患者さん本人じゃない人たちの暴走というね。このあたりのこと、本当非常にこの医療関係者の人たちにとっては恐ろしいですよね。自分たちとしてはできることをやったんだけど、なんか相手方がめちゃくちゃなことを言い出して、こんなんちょっとね、まともに対応できないよっていうことになっちゃってて。で、日本でもこの医師が殺害されるっていう事件が、ついこの間、立てこもり事件という形でニュースとして伝えられて、で、犯人はこの医師に対してもう殺していたんだろうなと思われる状況なんだけども、周りを囲んでいる警察官に対しては人質は大丈夫だよっていう、言い張っていたなんていう事件なんかもあるんですね。で、その背景を調べていくとどうもこの家族が亡くなった時のこの医師の対応をなんか、本人は問題視していたという、本人がっていうところですよ。別に周りが客観的におかしかったっていう話じゃなくて、本人がどうもそう思い込んでいたらしくて、道連れにこいつ殺してやろうみたいな思ったらしいぞみたいな話が出てきてるんですよね。このあたりはね、どこかの段階で間に入る人っていうのをなんか制度的にちょっとつけない限りはこういった事件がまた起きてしまうんじゃないかなと思いますね。特にお医者さんの方は別にそんなんで、殺害される理由ねえぞっていう時はもうこんなんは本当に不条理極まりないですからね。だから警察はよく民事不介入っていう話をするわけですけれども、残念ながらこういったところにも間に立つ人として、警察官以外に何かいるのっていう話にはなっちゃうんですよね。特に患者さんが暴走してこれから何か起こそうとしてるっていうような事前情報を警察の人と何か連携するような仕組みがあれば、何かパッと電話がかかってきたとき、パッと何かおかしいぞってなったときに、あの件に関してもしかしたらトラブルになってるかもしれないっていうね。そういう事前情報が警察とね、ある程度共有できていればもうちょっとだけ違ったかもとかね。もちろん全部を防ぐことは難しいにしても、少しでもそういったリスクを減らす、そういった仕組みっていうのがね、ある程度出てきていた方が良かったんじゃないかなと思いますね。なんか評価順で並べ直したとき、バーっと全部読んだなと思ったら、実は新しい順で並べ直したら、全然まだ取り上げてない書き込みありましたね。パープルさん書き込みありますね。先週の生放送は広告停止のため削除するとのことですが、広告停止と判断された動画を残しておくと危険視されてチャンネル運営に支障がありそうなのですか？最近も投稿停止を食らった某政治系 YouTuber もいますよね。上川さんのところにも直接抗議、クレームが入ってくるのでしょうか？それとも以前のように具体的な内容は示さずに Google から突然お知らせが来るものなのですか？いずれにしろ継続して発信を続けてください。応援しています。ありがとうございます。先週の生放送に関してはですね、なぜか1日経っても2日経ってもずっと、広告がつかなくて、なんで広告つかないのかなっていうのを見たら、管理画面にはこの動画には不適切な内容が含まれておりっていうような話があって、っていうね。で、私は基本的にはチャンネルをバンされるのが一番怖いので、基本的には、広告停止されるってことは少なくとも YouTube 側ではこの生放送とか、動画に関しては、基本的には良いものと思っていないんだなっていうふうにまず受け取ります。で、この段階っていうのがあって、YouTube 側から完全にこれはダメですよっていう、そういう通達が来るパターンはもうこれは完全に、アウト判定が出たっていう、明確なサインなので、それは積極的に消さざるを得ないと。それ以外にもそういう静かになんかじわじわっとくるタイプに関しても私は慎重に見ていて、基本的にはダメだって言われたら、しょうがないというふうにして、消すパターンあるんですね。で、先週のものについては、3日目ぐらいになってその判定がようやく翻ったので、よかったよかった。なんか、一時的に誰かがおそらくクレームを入れたんだろうなと思うんだけども、でも、こっち側からの申請とかがあったら、いや別にそんなことなかったなみたいな、その程度の感じだったのかなと。強固に判定ががっちり固まっていたわけじゃないっていうこともあって、先週の動画については、残しておきました。
で、私としてはそのように基本的にはものすごく慎重にっていう考え方なので、何か、YouTube の運営側からあなたのこの動画はまずいですよっていうのが明確に来たら削除する。そしてそういうのにつながりそうな雰囲気がある動きがあったらちょっと、防御を優先して、削除することがあるって感じですよね。で、これに関連して言うと、今、田口さん書かれてますけれども、チャットに判定っていうのはもうすでに随時入っている状態です。で、私の発言だけではなくて、皆さんのアカウントにも実は、信用スコアが判定多分ついてるんじゃないかなと思っていて、私の動画に対する発言だけではなくって、この YouTube 全体で、動画へのコメントっていうのがその人に紐づくわけじゃないですか。その中で例えば、これは問題だなと思われるような発言があった場合においては、多分そういったアカウントに対しては少しずつ、なんていうか注意しなければならないみたいな、そういったポイントがついてるんじゃないかなと思いますね。そういった人が何が起こるかっていうと、ものすごく敏感にコメントが消える現象が起こるっていうね。他の人が書き込んだ時には問題なく、表示されるような書き込みであっても、そういった YouTube の運営側から見て警戒されている人のコメントは、ちょっとしたそんなに問題じゃないでしょって思われるようなものも書き込んだ瞬間、その運営側の自動システムに引っかかって表示されなくなるっていうね。結構この問題あるんですよね。で、私がそれやってるわけじゃないので、中には、上川さんは私のコメント全部消したでしょみたいに言われて、いや、何のことみたいなことが起こるんですよね。でもね、本当運営側は、人為的にやってるパターンと、そういうロボット的にやってるパターンの2種類があるので、もう、普通に書き込んでパッと出る場合と、普通に書き込んでるのに何度書き込んでも消えまくるみたいなことが人によっては起こるんですよね。だから A という人だと問題ないのに B という人だと問題ありとされるパターンもあるので、このあたりね、ちょっと不可解な現象ですけど、YouTube と付き合う上では、そういったこともあるんだっていうのは頭の片隅に置いておくと、なんか事情を察することができると思いますね。何にしても私は、そういった規制をくぐり抜けつつも、発信を続けていこうと思っている方なので、うん。何にしても継続するのが大事でございます。結局のところ途中でやめてしまって、その後の更新がなくなってしまうと、自分のいろんな意見についても皆さんに届ける手段がなくなってしまいますからね。一回チャンネルがバンされると何が問題かっていうと、やっぱりそれを機会にして、もう二度と出会わなくなってしまう人っていうのも何万人単位で出ると思うんですよ。例えば私の場合だとツイッターもやってますよって言って、ツイッターのアカウントフォローしてる人がいるんですけど、それは数千人のレベルなので、もしも私のチャンネルがバーンされて、ある日アクセスが全くできなくなったとしたら、次どこで活動してるのか、どこでわかるのっていうふうに、なんていうかな、探す手段がない人たちがたくさん出ちゃうんですよね。そうなってしまうと、新しいチャンネルを私が作って動画を投稿再開し始めても、最大数千人のレベルからスタートなので、再生数も上がらないので、おすすめにも出ないから、もう二度と会わない人たちが出てきちゃうんですよね、どうしても。だからこそチャンネルをある程度残しておいて、そして規制にかからないようにしていくっていうのも結構私は重要視してます。人気のある人だとですね、そういった心配しなくても結構大丈夫で、チャンネル潰されちゃったんだ、でも大丈夫、次探すよ、絶対っていう、そういった人たちがたくさんいる状態じゃないですかね。なかなか難しいけど。そんな感じでございます。本当運営とどう付き合っていくかっていうのは、ちょっと重要な、でも皆さんが気にする必要はあんまりないですよ。私の方が気をつけるべき話ですね、どっちかっていうと。さて、それでは次行きましょう。ちょっと待ってくださいね。こたつねこさんの書き込みですね。ちょっと長いので、これは読み上げソフト使わせてもらいます。韓国政府と国民による難癖だけでなく侮辱的行為が昨年から日に日にひどくなっています。
文在寅大統領から贈られた旧正月のギフトの外箱に韓国が不法占拠している竹島の描かれた手土産を送りつけてくるという侮辱行為に日本大使館は抗議してギフトを返却。さらにトンガ沖合での大噴火では韓国人の一部では被害が少なく両方や津波による被害がないことを祈るという良心的な書き込みもあるが中にはこれが始まりだ。日本よ沈め。放射能汚染水を海に放出するから罰を受けるんだと SNS で書き込まれています。海底火山による火山灰や津波の被害を被った人は日本人だけでなくトンガの住民だけでなく米国を含む周辺国にも及んでます。このような人命を軽視する発言や書き込みが多く韓国人のネット民による卑劣さには腹正しい限りです。上川さんはこのような韓国の行為をどのように受け止めていますか？続けてこたつ猫さん書き込みに追加ありますね。こちらも読み上げソフトを使います。こたつ猫12時間前、編集済み侮辱的な書き込みからもう一つ立憲民主の菅直人が橋本徹を巻き込み日本維新に対し、基本的な政治スタンスは曖昧、弁舌と巧みさでは第一次世界大戦後の混乱するドイツ政権を取った当時のヒットラーを思い起こすとツイッターの書き込みが批判を受けてます。元首相がこのような同じの党の日本維新に対し侮辱行為を書いた菅直人に対し私でも怒りを感じます。立憲民主党の泉健太代表は菅直人のツイッターの書き込みには関与せず、やはり身内には甘すぎる。菅直人は早急に議員辞職すべきだと私は思います。上川さんはこの菅直人のツイッターでの書き込みをどう思われますか？はい。というわけで書き込みありがとうございます。こちら読み上げソフトの精度に関してはいろいろあると思いますが、まあ、そういったものだと思ってください。例えば、菅直人さんに対して菅直人さんって言ってるのは、やはりこれは、菅首相の時の影響なのかなとかね。まあ、そういったことはありますが、まあ、それは一旦横に置いておいて、っていう話からしますけれども。まず韓国側の話としては、この、大使館に送ってくるこのギフトの中に、おいおい、これの竹島問題持ち込んでくるのかっていうところで、これは本当地味な嫌がらせですよね。まあでもそういう地味だけど、でも狙ってるでしょと思わず言いたくなるような話ですから、これをギフトを返却するのは正しい行動でございます。一方において、このギフトを送ったのはおそらく政府関係者だと思うんですけれども、一方、こちらの、書き込みですよね。トンガ沖合での大噴火に関連しての、まあ、被害が少なくてよかったという一方において、日本に対しては、まあ、バリゾゴン書き込まれてるぞっていう話は別にこれは政府としてやってることではないので、韓国の人たちとんでもないことでしてるよなっていうところは、まあ確かにその通りです。で、ここで問題になるのは実は個人的にこういった書き込みをする人たちっていうのは残念ながら、多いですよっていうところが問題なんですよね。例えば日本人でも犯罪をする人がいるように、どこの国においてもこういう心ないことを書き込みする人たちってのはまあいると。問題なのはその割合が日本に対しては異常にあの国においては多いですよっていう構造が一番の問題なんですよね。で、その構造をもたらしているのが韓国における反日教育で、反日教育っていうのは結局のところ、公の機関で行っているみんなに対して行われているものなので、日本に対しては、こんな悪いことをされたんだから、こういう目にあっても、別に、なんていうかな、天罰だよっていうのも悪いことではないよみたいな教育を受けた人たちが山ほどいるよっていう、これが一番の問題なんですよね。で、これがなくならん限りは、この人たちは何を思ってこういう書き込みをしてるかっていうと、あたかも日本は悪で自分たちは正義だっていう考え方からして、悪の日本がやられるんだったらそれは良いことじゃないかみたいな書き込みをしちゃうわけですよね。この構造自体は変わらない限りはこの問題はおそらくはもう10年、20年、50年、100年いくらでも続くっていう話だと思いますね。もう一つですね。こっちは日本国内の問題で、今度は菅直人さんですね。もう菅直人さん、もう菅首相が出てきたもそうですけど、同じ漢字かよっていうツッコミはどうしても、まあしちゃうんですけれども、このヒトラーをとにかく持ち出すのはやめなさいっていうところですよね。
もう基本的にこの話題が出てくると話の論点ずれてくるでしょっていう問題が起こっていて、例えば弁舌の巧みさっていう話をするんだったら別に、ヒトラーを持ち出す必要はないわけですよ。まあいろんな、まあなんていうか難しいけれど、誰が一番いいのかなっていう話にはなるんですけれども、例えばスティーブ・ジョブスの行った演説素晴らしかったよねっていうのを、一つ引き合いに出した上で、スティーブ・ジョブスのように人の心をつかむ演説をしているんだけど、でも言っている内容はとても悪いみたいなね。まあちょっと分かりづらくなるんですけど、少なくともそういう何かちょっと違う話に展開するような、このヒットラーっていう言葉を出してくるその語彙力ですよね。もっと違う言葉を使って表現しなさいよっていう。もうとにかくものすごく単純に何かレッテルを貼るんだったらヒトラーみたいだとかヒトラーのようにとか、こいつはヒトラーのようにいずれ悪いことするんじゃないかみたいな、そういった言い方っていうのはやめなさいと。特に政治家がすべきで発言ではないですよね。で、それに対して今の立憲民主党の代表である泉健太さんは、これは一議員の言った個人的な発言なんだから党としては何も処分しませんよって言ったのもこれも間違いで、自分の党に対して厳しく当たってこういう問題行動を起こした人は許しませんよっていうことを言えば、今後野党として例えば自民党の議員が何か問題発言したときに、うちの党ではこんな発言は許しませんよっていうことは言えるわけです。ところが自分の党の議員が言ったことに対して何も処分しないんだったら、どうしてこれで自民党の議員の問題発言に対して批判できるんだっていうところで、まあいわゆるブーメランになっちゃうんですよね。自分のところでは処分がめちゃくちゃ甘いのに、なんで他の党の議員に対しては議員辞職を簡単に迫られるんだみたいな、まあそういった話にいくらでもなるので、立憲民主党っていうのは本当にダメな政党だよなっていう答えをもう何度となく言うことになるというところですよね。このあたり本当に立憲民主党自分たちが何をやってるのかっていうところちゃんと見直してほしいですが、まあ見直さなくても私は基本的には立憲民主党に対してはものすごく批判的なことをこれからも続けていく予定でございます。まあ私はあくまでも中道的な立場ではありますが、ひどいものにはひどいっていうので、立憲民主党のこのスタンスは全く擁護する部分がありませんというお話でございました。ポチポチ。ね、こういう時にね、本当にうちの党のこの議員がすいませんでしたって言えばね、なんか立憲民主党少し変わったのかな、自浄作用が生まれたのかなとかね、ちょっと思わせるんですけどね。こういう時に何もしませんよ。あれ、個人的に言った発言ですから、党としては関係ないですよ、みたいな、なんだその他人事っていうところを見るとね、立憲民主党は本当に誰が新しになってもダメなものはダメなんだなって、まあ思わせるものでございました。さて、それではこれで本当に最後まで皆さんの少なくともコミュニティの書き込みはチェックできたかなと思いますね。はい。なんだかんだ言って2時間経ちましたっていう感じですよね。そうですよね。この立憲民主党のこの左系の特徴っていう書き込みがありますけど、本当そうですよね。なんでそういうのを素直に謝れないんだろうっていう。謝った先に改善しますよって言ってくれて、実際に改善してくれたら、その評価っていうのも少しずつ良くなるんですけどね。直しもしないし、謝りもしないし、そして同じことを繰り返すしってなったら、それでなんで私たちを信頼してくださいって言えるんだろうっていうね。その感覚恐ろしいですよね。まあ人間なので誰しもがまあミスはするし、そういったミスが起こった時にじゃあどうするのっていうのが大事だと思うんですね、私は。完全無欠な人間であれば一度もミスしないってことはあるでしょうけれども、多分そんな人はまあいるとは思うんですけど、めったにはいないと思うので、基本的には人間をミスするものだっていう前提でミスをした時には、じゃあそれを原因は何だったのだろう、そしてこの原因を繰り返さないためにはどんな改善をしたらいいんだろうっていうのをまあ一回やった上でまあ良くなっていけば少しずつそのみんなからの信頼も上がるんじゃないかなと思うんですけどね。だから例えばこの前の衆議院選挙で落ちたっていうのもまあ小選挙区だといろいろあったんですけれども、落ちたんだったら落ちたんだったで、今回は落ちたのなんでだろう。
じゃあもう一回政治活動を見直して、じゃあ次の衆議院選挙に向けて、もう一回自分の活動をやり直そうって思えば、私は落ちた人であっても次受かる可能性あると思うんですよ。それは別に立憲民主党でも、自民党の議員でも他の、党の人でもそうなんですけども、どうもそういう反省もなく、なんとか受かろうとしてる姿を見ると、まあひどいもんだなって思っちゃうんですよね。まあこれは辻元さんの話ですけど、まあ自民党の議員の中でも大阪の小選挙区で落ちた方の中では、まあいわゆる保守派と呼ばれるような、まあそういったどちらかというと愛国的な活動をされていた方なんかも小選挙区で落ちたので、まあこの方がまあいずれ次の選挙でもう一回チャレンジするだろうなっていうところは思うんですよ。でも別にそれは悪いことじゃないんですよね。小選挙区で落ちたとしても、次の小選挙区での選挙に向けてもう一回地元の選挙民の人たちに自分の考えはこうですと。ぜひとも応援してくださいっていう、まあお願いして回って、まあ何年か後に、見直したよってなって、まあ当選してくれば、まあそれは素晴らしいことじゃないかなと思いますけどね。まあ、比例代表っていうのはそういった意味では、衆議院で落ちたから、じゃあ参議院の比例で、まあしかもね、それで、なんていうか、その動画で参議院の時の名簿順位について、衆議院と混同した説明をしてしまったっていうのがあって、まあその点についてちょっと、直しておかないといけないですね。私自身も知識アップグレードしておかないといけないところでしたね。まあ、ただ、基本的な趣旨としては、衆議院で落ちたから、じゃあ次参議院でね、で、小選挙区で落ちたから比例代表だねっていう、まあそういうのはちょっと私には安易に見えるので、そのやり方なしでしょっては思いますね。あとはどれだけ多くの人たちが投票しないでくれっていうのをちょっと思うしかないところで、まあ少なくとも私の政治活動上において立憲民主党を応援することはないとは思うので、まあなんとかね、落選運動じゃないですけど、少しでも立憲民主党の票が落ちてくれた方が、おそらくは日本のためには良いだろうと思いますね。あとはどれだけ他の野党の政党がまともになってくれるかというところですね。まあ何にしても今の自由民主党には、まあ、問題点があるのは間違いないので、これ以上議席が伸びてもちょっとね、あんまりいい状態ではないですよね。もしも次の参議院選挙で自民党のその議席がまあものすごく確実に堅実に勝ったっていうことになったら、まあそれは政治家としては、今の自民党政権は信任されたんだな。よし、岸田さんこれからも延長ですって話にはどうしてもなってしまうので、ちょっとね、今の岸田総理がこのままどんどん任期がどんどん伸びていくっていうのはちょっとね、日本にとって良いこととは思えないんですよね。まあ中国向けの政策だけではなくって、国内の経済政策についても私はすごい不安が持っていて、岸田総理は新しい資本主義っていうのを掲げてますけど、新しい資本主義って何だろうっていうね、このなんていうかつかみどころのない、なんていうか批判しようにもなんか実態があればこれおかしいんじゃないって言えるけれども、なんとなくもやっとしたものを言ってるので、なんだろう、捉えどころがないんですよね。です。捉えどころがないっていうことは逆に言えば、明確にこの部分について伸ばしますよとか、そういったのがちょっと見えてこないのでね。まあそういった意味では、ちょっとね、岸田総理がこのまま参議院選挙勝つっていう、その展開だけはちょっと勘弁してほしいなというふうに思っております。そう、だからね、今、息岡真子さん書かれてますけども、岸田さんが責任を取るくらいの、なんていうか、いい塩梅の負けをしてくれないかなっていうね。というのも、今、自民党政権が崩壊して、じゃあ野党の連立政権ができていいかって言われるとそうでもないんですよ。今の野党にはとてもじゃないけど、政権任せるような状態ではないですからね。だから、ものすごい難しい塩梅なんですけれども、岸田総理が、まあ、責任を取って辞めますぐらいの微妙なラインで、自民党政権が続いてほしいっていう、ちょっとね、この微妙なところ、まあ、難しいとは思うんですけど、なんかそんなぐらいにならないかなっていうのをちょっと想像しちゃいますよね。高木久美子さん、親中派が多すぎる。まさにその通りでございます。本当ね、あれ日本の政党なのになんでこんなに中国にものすごく忖度する議員多いのっていう話ですよね。
この原因としてよく言われているのが中国側とのビジネス関係があって、いわゆるキックバックをもらってるんじゃないかとか、もしくは女の人はあてがわれてるんじゃないかとか、逆に別に女の人だけじゃなくて少年とかそういういわゆる非合法的な性的指向を満たすようなそういった関係を持ってるんじゃないかとかね、いろいろ言われるわけですけれども、実態のところはまだなかなかわからないんですけれども、でもそんなことを想像させるぐらいにはやはり不可解なんですよね。中国に対する忖度のその強さっていうのが。ルニハニさん、少年って驚いてますけど、いや、多分そういうのも多分範囲内に入ってると思いますよ。いわゆる男性だったら女性だけをあてがえばいいやっていうのは、いわゆる一番表の部分じゃないですか。で、そこから一歩外れるところまでおそらく手を伸ばすのが中国共産党じゃないかなと私は思いますからね。ただこれはあくまでも私がなんか取材して得たこういう情報によるとかそういう話ではないので、あくまでも話半分でその部分については聞いてください。ともさん、すぐキックバックとかお色気とか話に出すけど、そもそも数千人の雇用を守るための判断もあるでしょう。そうですね。確かに。経団連なんかは一応基本的にはそういった考え方をもとにして、いわゆる日本人を雇うよりも中国人を雇う方が圧倒的に経済的にはコストが安いんだからそっちをやるべきだっていう考え方から言ってる人もいます。これには基本的に政治色があるわけではなくて、基本的には経済学上においてそちらの方が明らかにいいでしょっていう話ですよね。で、政治はそれに対してやはり、いやいや経済的な問題だけを優先していたら日本に何の雇用も残りませんよっていうところから、いかにして日本の雇用を守るかっていう政治をしなければならないわけですよね。経済合理性だけを突き詰めていくと基本的には日本国内に製造業なんて残りようがなくなっちゃうんですよね。例えば電気代がものすごく高いですねってなったら電気をガンガンに使うような産業っていうのはなくなっちゃうわけです。精錬なんかがその代表例としてはもうなくなった産業なんですけれども。で、今もじわじわと電気代が上がって他の国々も高いっていうのがやはりコスト高として捉えられるし、また人件費なんかについて言っても新卒の段階でものすごく高いですよっていうのはどうしてもコスト高につながってしまうと。そういったこともあるで経団連なんかがよく外国からの労働者を入れるべきだっていう話から、技能実習制度なんかに関しては、もう基本的には拡大してくれっていう、そういったことになっちゃうんですね。これは日本に雇用があるように見せかけて、実際には日本国内で安い労働力を確保してくれっていうのを政府に言ってるんですよね。だから経済関係のそういった団体が言うってことは、あくまでも自分たちの利益のためで、そこが結局日本人のためになるのかどうかっていうのをちゃんと見てほしいのが、日本の政治家のやるべき話ですよね。というわけで、すべての皆さんのコミュニティのコメントについてお答えすると同時に、おおむねですね、21時スタート、23時ぐらいというのをめどにしておりますので、今日の放送としてはこのあたりにしようかなと思っております。というわけで、引き続きですね、この土曜日の21時っていうのをある程度習慣化しようと思っていますので、今回だけではなく次回も同じ土曜日の21時スタートの23時終了ぐらいをめどにやっていこうと思います。コミュニティの方では事前にコメントの書き込みっていうのを募集しますので、その時には、ぜひとも書き込みをしてください。生放送のその当日にチャットに書き込まれる質問については残念ながらほとんど見逃すっていうこともありますので、この話題について取り上げてほしいなって思うものについては、優先的にコミュニティの方に書き込んでいただけると嬉しいです。というわけで、本日の放送はここまでといたします。2022年1月29日、肉の日、お肉を食べたいなと、なぜか放送が終わった後にちょっと思うぐらいな日でございますね。で、次回は生放送ではなく動画でまた1週間皆様とお目にかかりましょう。寝落ちした人いるかなとちょっと思いつつも、おやすみなさい。またね。